よいしょ、これは始まっているのでしょうか。ちょっと初めてのライブ配信なのでちゃんと聞こえてますかね。大きすぎるとか小さすぎるとかあるんでしょうか。どうなんだろう。これ何、キラキラあ、なんか私のポップアップが出ちゃう。始まってますかね。こんにちは、こんにちは、こんばんは。八代あかねと申します。あ、大輝って書いてある。これ始まってますか？聞こえてますか？ちょっと初めてのライブ配信なので聞こえてるかどうかわかんなくて。聞こえてますかね？あ、始まってます。聞こえてますかね？暗い？大丈夫？一応今部屋の明かりはマックスなんですけど、あ、よかった、聞こえてます。よかったです。音量とか大丈夫ですかね？深夜のね配信なのであんまり来れる方いないっぽかったんですけどね、アンケートだと。まあ今日結構忘年会やってる方多いんですよね。うちの主人もね忘年会なんですよ今日。だからね帰ってきてないんですけど。あ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。嬉しい。皆さん来てくれて嬉しい。音量も丸。よし、やったね。よかった。無事始まったっぽいですね。よかったです。いや YouTube のねライブ配信、もともとね私 VTuber をやっていたので、昔ライブ配信自体は経験はあるんですけど、この今スマホでね配信してるんですけど、この縦型配信っていうの初めてですごいドキドキしております。よし、じゃあ始まって声も聞こえてるっぽいので挨拶いきましょうか。こんばんは、八代あかねです。今日はねこの文具女子博の2023年ですね。年末の文具女子博東京横浜の、予習をね、皆さんと一緒にできたらいいなと思って、ライブ配信をしました。あ、グッドありがとうございます。そうそう、皆さん忘れないうちにグッドボタンを押していただけると嬉しい。あともしねまだの方いたらぜひぜひチャンネル登録もしていただけるとすごく励みになります。そうなんだっけ、あ、そうそうそうね、文具女子博の、予習をね皆さんと一緒にしようかなと思って、前回ね1000人記念の時のねアンケートで事前にねこうイベントの情報を流してほしいっていう結構リクエストが何人かからねいただいたんですよ。でね、どうしようかなってすごい考えてて、動画を作る時間がねどうしてもなくて。そう、ちなみに明日、金色ひとでさんと神目さんのクリスマス会に行った時の動画をアップする予定ですので、そちらもお楽しみに。あ、予習帳作りました。はじめまして、こんばんは。ゆきにゃさん。こんばんは。ありがとうございます。もうね、ちょっと初めてのライブ配信で今、超スーパードキドキしてめちゃくちゃ肩凝ってるんですけれども。深夜なのにね、来てくださってありがとうございます。予習帳ね。いや、そう、ノートでね、予習帳、私もね、字が綺麗だったらね、やりたいんですけど、でもね、一応ね、皆さんも皆さんもね、文具女子博行ったことある方の方が多いとは思うんですけど、ここに来てくださってる方。私の経験上、文具女子博行って、ノートをね、開いてる暇があったことがない。結局、頭ん中にもういっぱい情報詰め込んでいくしかないなっていうのが、極論っていうところと、あとね、結構ノベルティでインスタとかツイッター旧ツイッターですね X をフォローするともらえるノベルティが多いので、もう片手にスマホ、片手に買うものみたいな感じで、あとは地図ぐらいかな。そう、地図はね絶対持ってった方がいいんですけど、なのでなんかもうそうするとノート開く手がないんですよね。手4本ぐらい必要で。そう、開けないですよね。あ、はじめまして、ありがとうございます。MS のりぞうさんでいいのかな。ちょっとごめんなさいね、読み方がもし違ったら申し訳ないです。いつも来てくださってるというか、いつもコメントとかくださってる方のお名前が呼べてなくて申し訳ない。こんばんは、ゲムさん。
ジェムさん、はじめまして、ありがとうございます。皆さん深夜なのに来てくださって嬉しい。そう、いやだからね、極論ノート開けないんですよ。私もね、初めて文具女子博行った時にノート作ったんですよ。めちゃくちゃ頑張ってメモ書いて、だけど一回も開かず終わりましたね。待ってる間にもう予習のために見返すぐらいで、会場入ったら一度も開けなかったですね。のりぞうさん、こんばんは。ありがとうございます。来てくださって。もしよかったらね、余裕がある時に、評価のボタンを押していただいたり、もしまだだったら、チャンネル登録もしていただけるとめちゃくちゃ励みになります。よろしくお願いします。私も、ノート開けない。あれ、撤回された。ね、そうなんですよ。だからね、結局自分の頭が頼りかなっていうところはあるんですけど、まあでもね、書いてる時間幸せですよね。予習してね、こう、いっぱい埋まっていくノート。欲しいものがいっぱい埋まっていくノート。幸せですよね。はい。まあ、というわけでね、とりあえず5分ぐらい経ったので、まあ、中身の方をゆっくりお話しし始めようかなと思うんですけど、まあ、今日のこのね、予定としては、何時に終わるとか考えてなくて、まあ、ゆったりまったり喋りながら、必要なこと話して、で、だんだんね、人いなくなっていくと思うので皆さん寝るでしょうし。だから、そしたらやめようかな、みたいな感じなんですけど、私もパニックってたらそうなんですよね。まあ、あとすごい人なんですよ。本当に。まあ、ね、いつ行くかにもよると思うんですけど、まあ、お昼過ぎぐらいになるとやっぱちょっと空いてくるのかなって感じもする。でもお昼ご飯時がまた終わると今度はその後を見計らってきた人たちでまた混むんですよね。だからもう本当にいつでも混んでるっちゃ混んでるんで、紙とか広げてられないですよね、本当ね。こんばんは、ありがとうございます。そう、ノートは結局忘れずに買いたいものチェックするぐらい、そうなんですよね。でもね、結局私のいつものパターンだと、よし、大丈夫と思って出た後にノート見返して、あ、これ買ってないって後で気づくパターンが多いかもしれない。あ、遠くていけないのですが、皆さんのワクワクを分けてください。ぜひ、話だけでもね、ワクワクできますよね。私もね、関西とかね、次あれ福岡でしたっけ？どこだっけ？ね、地方でやるじゃないですか。地方でね、やられる時私も行けないんで、皆さんのツイートとかね、見てワクワクしてます。あ、はじめまして。ありがとうございます。いつも見てます。嬉しいよ。皆さん、今のうちに高評価お願いします。そう、これね、高評価してもらえると多分ライブがね、上に行くんですよ。そうするとね、いろんな人に見てもらえるので、お願いします。ゴロピカドンユミさんね。私も行けないので、あかねさんの動画を楽しみにしてます。ありがとうございます。あ、広島か。すいません、広島だった。広島か。ねえ、広島。なんでね、またそっちの方がワクワクしますよね。でも、正直、私いつもそうなんですけど、大阪とかで文具女子博やる、結構東京より前にやるじゃないですか。そういう時とか、大阪で出品されたものとかも一緒にチェックして、予習してます。大体ね、まあ、大阪で先出しされたものって東京でも売られると思うので、結構いい予習の材料になるんですよね。なので、広島、もしね、東京は行けないけど、広島行く予定がありますっていう方も、多分今回の、文具女子博の購入品とか、販売品の予習になると思うので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。そうでね、私ね、まず購入予定リストについてお話ししようか。私は自分の字がすごい嫌いなので、あとね、さっきも言ったようにノート開いてる時間ないから、スマホにねバーってこの欲しいものをバーって書き込んでるんですよ。でまだね選定してなくて、ここからどんどん削られていく予定なんですけどこれ全部買ったら破産しちゃうのでこれやばいよね。これ全部買ったら多分10万超えると思うんで、もちろん削っていくんですけど、とりあえずX とか、まあ、過去の出展されてたもので気になるものをバーッと箇条書きしてる感じで、この桜マークはもう見て、もうこれは絶対欲しいみたいなやつ、まあ、この桜マークすら消さないとまずい
消さないと予算的にまずい状態ではあるんですけど、とりあえずねめちゃくちゃ好みっていうのは桜マークにしてます。こんな感じ。そう、あ、いつも見てます、ありがとうございます。削れます削れないかも。でも削らないと死活問題なんで削ります、頑張って。そう、まああとはね、この桜マークは絶対買いたいものではあるんですけど、この桜ついてないやつ、まあここら辺ねまだ桜になりきれてないやつとも言えるんですけど、ここら辺はまあ優先順位が低めではあるので、後でその後回しじゃないけど、なんだろう、回る順番あるじゃないですか。それを後回しにすることによって、まあ売り切れてたら諦めがつくっていうものとかだったりします。だからそうやって予算を削らせていく自分の意思じゃ削れないんでもう運命に任せる感じ。予算はいくらですか？私は3万超えそうです。いやですね、まあちょっとドン引きされるかもしれないんですけど、こういう大型イベントの時、私まあ何買うかにももちろんよるんですけど、ガラスペンとかを狙ってる時とかは予算10万ぐらい用意してます。まあ、今回ねでも事前にパラグラスさんの個展に行ったので、動画上がってるんでね、もしまだ見てない方見ていただきたいんですけど、ガラスペンは一応今回は狙ってないので、まあ頑張って5万ぐらいに抑えたいですねもうねイベントのために生きてるような感じになってますもう貯金とか全部イベントに吸い込まれていってる経済回してますよ目も長い、そう目もめっちゃ長いんですよ。私もねちょっとこれをねこれから精査しなきゃいけなくて、そうで結構X 上に文具女子博の公式さんとか公式ショップ、各公式ショップさんのツイートが文具女子博用の商品で埋まるのって、本当にこの文具女子博始まる1週間前からがスタートみたいな感じだったりするんですよね。皆さん遅い正直もうちょっと早く前もって告知してほしいなって消費者側からは思うんですけど、そうだからね結構1週間前ぐらいからようやっとこれは確定で売られるんだなとかっていう情報が X 上に流れ始めるので、本当にねもうイベントの前日ぐらいまで確定されないものとかもあったりして、ギリギリまでこのリスト作ってるんですよ。それもあってね動画がなかなか作れなくて、そうガラスペン高い1本買うだけでね2万円ぐらいするんですぐ行っちゃうんですよ。あかねさんのドン引き動画好きです。はじめまして、ありがとうございますイベントで使うために普段仕事頑張りますそうですよね。ね、4、5万、行く結構ね3万円ぐらい予算とか言ってる方も多分ね終わったら5万ぐらいいってると思いますよはじめまして、こんばんは。いつも楽しみに見てます。ありがとうございます。そう、情報ねまだ出てないところありますからね。ほんとようやっとこの昨日今日ぐらいバンバン出始めてるっていう感じだからね。ほら大阪で2日間で10万超えましたでしょ。そうなんですよ。接続できてますか？聞こえてます？今なんかね画面上に接続できませんって書いてあって、接続できてるかな？一応ライブの時間は進んでるから大丈夫かな？ドキドキ。途切れたけど今は大丈夫。ありがとうございます。そう10万すごいそうなんです。いやだから文具のイベントめちゃくちゃ多いじゃないですか。もう私文具沼入ったのまだ全然歴浅いんですよ。だからもうこんなに文具のイベントあるんだと思って悲鳴を上げております。よかった、聞こえてますよって、ありがとうございます。絶対欲しいの？ちっちゃいので言うとこの文具女子博オリジナルグッズ系は今回結構当たりのもん多いなと思ってて、これは超狙ってますね。で結構ねこの文具女子博オリジナルグッズのブース売り切れるんですよね。早めに行かないと。はじめまして、今回3回目ですが初めての会場でどんな感じか。そうなんですよね。ドキドキワクワクしてます。私もです。
私もね文具女子博自体は、まあ、ポップアップ入れるともうちょっと行ってはいるんですけど、でも横浜初めて、だから文具女子博自体が多分横浜初めてですよね。なんでそうドキドキしてます。文具のメモとかマステとか一つ一つはコスメとかに比べてそうなんですよね。結構ね単価は安いからポンポン袋に入れちゃってね、でレジ行ったらびっくりっていうことがよくありますよね、文具女子博はね。紙博はねブースごとのお会計だから、まあ、逆にちゃんと計算していかないと予算がなくなってしまう、欲しいものをゲットする前に予算なくなっちゃうっていうこともあるんですけど、文具女子博はレジ 1回なんでね、もうレジ行ったら腰抜かすみたいなことありますよね。いやね、このパーフェクトガイドちょっと本なので中をね見せていいのかがちょっとわかんないんですけど、どうなんだろう。でももうツイッター X であれですよね、情報出てますもんね。まあ、オリジナルグッズこんな感じじゃないですか。そう私はねこのクリアスタンプめっちゃ狙ってますね。クリアスタンプとか、あとこのオリジナルインク、本当はねこれ3色全部欲しかったんですけど、ちょっとねこれは欲張るとやばいことになるとお金的にね思って、今狙ってるのはこの文具女子のミルクティー。これだけは横浜限定っぽいのでこれは買おうかなと思ってます。ベリーベリーケーキとブルーベリーパフェは多分ポップアップでももし欲しかったら買えると思うので、あとオンラインとかね、行ってみたいですけど仕事なのであかねさんの動画だけが楽しみなんです。ありがとうございますね。行ってみたいけどねなかなか行けないって辛いですよね。私もねもうかなり頑張っていつも予定ねじ込んでる感じなのでね、行けない気持ちわかります。めっちゃなんか苦しいですよねいやでもちょっとでもねワクワクしてもらえる動画が作れたらいいなと思って毎回イベント行ってるんで、そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。楽しくて金額が考えてる余裕ないそうですよね。そうリスト書いてこんだけ買えるとか思ってで金額びっくりみたいなね。会計に行ってビビりましたですよね。大阪に横浜から行ったのでせっかく来た、そうわかります。ちょっと遠いところでやるとせっかく来たしとかね、そうあと頑張ってこうお仕事の合間とかでねこうねじ込んでようやっと取れたチケットとかだったりするとね、もうせっかく来たしっていう気持ちが勝つんですよね。わかります。そう地元開催なんですか横浜。いいな、羨ましい私1時間以上かかるんで横浜まで約1時間って言ってもいいぐらいではあるんですけど、でもそう結構ね辛いインクかわいいよね。そうインクかわいいと思って、インク限定色、そうなんです。そうやっぱね限定ものは早めに行った方がいいですね。多分ね在庫的にはすごいいっぱい用意はしてくれてるんですけど、後回しにすると買えないかなって感じですね。なんか猛烈ダッシュしなくても別に買えるけど、やっぱ後回しにしちゃうと売り切れてるっていう感じですね、このオリジナルグッズ系はね。で、金額気にして控えめにしておいて後からもっと買え、それ分かります。後からねもっと買えばよかったって、そこでしか買えないものも多いですもんね。雑誌についてる版権で引き換えられるステッカーも先着300名だと難しいかな。そうなんです。前回の文具女子博冬のねの時にもう私このパーフェクトガイド買って、でチケットをピアでしたっけ、じゃピアで合ってるのブースで引き換えてもらったんですけど、全部でね3日間行ったんですよ私前回は。で1日目余裕だろうと思って後回しにしたらなんか結構早め、お昼ぐらいにはもうなくなったって言われて引き換えられなかったんですよ。だからその後に行った日に逆に早めに引き換えてもらったんですけど、そうあのステッカーねすぐなくなりますね。正直パーフェクトガイドなんて発行部数分かってるんだから
なんかその枚数は用意しといてよって思いますよね有料なんだし。ちょっとコメントが飛んじゃってるかもしれない。大丈夫かな。あかねさんは、決めた順番で回ってて混んでるブースあっても順番変えずに粘りますか？それは優先順位によります。例えば、マルマンさんの、ミニルーズリーフビュッフェとか、あとデルフォニックスさんとか、あとはまあ前回ねパラグラスさんとかも並んだんですけど、ああいうところはもういつ行っても並ぶんで、そういう場所でしかも絶対欲しいって優先順位が高いところは並びます。ただちょっと見てみたかったなっていうぐらいのブースだったら諦めるか後で回りますね。うん。ステッカー去年もらえなかったのですよね。そう、ステッカー少なすぎると思う私高速バスだよ。わ、高速バスはね辛いですね。いやー、腰バッキバキになりますよね私も去年ダメでした。ですよね。ね、横浜はね、やっぱちょっと遠い方多いですよねあ、参考になりました。よかったです。もしまだの方いたらぜひ高評価をしといていただけると嬉しい。あとチャンネル登録もしてね横浜会場まで車で15分、近っ地元情報欲しい方いたらお知らせしますよ。一番困ってるっていうか悩んでるのは並ぶ場所。パシフィコ横浜の会場って駅から行くと多分2階部分に直結するじゃないですか。なんか並び始める待機列って1階なのか2階なのかどっちなんだろうってすっごい今モヤモヤしてます。なんか文具女子博の公式のホームページでなんか入場の方法みたいなの書いてあったんですけど、それには一切その待機列については書かれてなくてわかんないんですよね。青春18切符です。青春18切符ってことはね、遠いところから来るということですかね。乗り放題のやつですよねいいなぁ。まあ、ね、文具女子博青春できますよね。いやで全然進んでないそうだから私が今ちょっと気になってるっていうか買いたいなと思ってるのは結構このオリジナルグッズ多めではありますね。フレークシールね、いつもは買わないんですけど、今回のテーマがこのお茶会なのがすごい可愛くて、フレークシール BGM さんのですよね。いいなと思ってます。待機列が屋内と外ではそうなんですよね。あそこ寒そうですもんね。でクリアスタンプ絶対欲しいでしょ。で今回あとメモ缶になってるんですよね。いつもキャンディー入ってる缶のやつが今回メモ缶になってて、で私このカン集めてるんですよ。毎回行った時の記念に買ってるんでメモ缶は買おうかなみたいな。であとそう何枚入りか確認とか書いてあるけどお裾分け袋、これなんかツイッター X で見て可愛いなと思ってちょっと気になってるって感じですね。でデコラッシュも柄がねこのお茶会の柄なんでめちゃくちゃ可愛かったなと思って狙っております。であとはねアクキー、そう今回アクキー出るんですよね。ブラインドじゃないっぽいんでね、全部買うかってすごい悩んでおります。いらっしゃい。出遅れました。大丈夫ですよ。大丈夫。まだなんか皆さんと楽しくお話ししててあんまり進んでなくて申し訳ない今ね私の購入予定リストをお見せしてる段階です。で、オリジナルインクね、これは絶対買いたいなと思ってます。であと毎回このマステクジはコンプするべく頑張って弾いてるので、マステクジは3種類でしたっけ、新しい柄ね欲しいなと思ってて、あとこの 2way ボールペン、これブラインドなんですよね。私ブラインドバッグとかねくじ引きとかねそういうの大好きなんで、ボールペンちょっと挑戦しようかなと思って2本は買おうかなと思ってます。アンテリックさんのやつですよね。柄も入れ替えられるし2本買ったら、なので
楽しめそうだなと思ってボールペン狙ってます。であとはアリサンダーカメガネさんのこの耐水顔料ペンセット、これ新作なんですけど、赤と茶色と黒だったかなの耐水顔料ペンのセットになってて、それオンラインショップでもね購入できるんですけど、アリサンダーカメガネさんいつもノベルティでステッカーくれるので行こうかなと思ってます。今回ねまだねそのステッカーについてのねお知らせ出てないんで、ちょっと今回あるかどうかわかんないんですけど、実はねアリサンダーカメガネさん今日から文具女子博のこの特典で使われたこのビジュアルと同じハンコのセットをオンラインショップ、公式オンラインショップで販売されたんですよ。で私それはオンラインショップで買ったんですけど、多分文具女子博でも売られると思います。お値段がね6600円ぐらいだったと思います、確か。そうで、私ネットで絶対欲しいし、なるべくねこの文具女子博の会場でのその一つのブースに滞在する時間短い方がいいのでネットで買っちゃったんですけど、なんか注文が一気に来たから発送が遅れるかもしれないっていうメールが来ちゃって、ちょっと文具女子博始まる前に届かないかもしれなくてちょっとがっかりしてます文具女子博でゲットした方が早く手に入るかもみたいな。そう一応ね届いたら間に合えば動画でも一緒にご紹介しちゃおうかなと思ってるんですけど、そのハンコはねボールペン、そうボールペン、コンプしたいです。すごーい。でもあれブラインドなんでコンプ難しいですよ。しかも結構種類ありますよね。あれ何個あったっけ。こんだけありますよ。だって冊子の一部だけお見せすると、これコンプ結構厳しい。12345678910本でしょ。1個500円ですよ。これだけで5000円ですよ。しかもかぶりなしで引いて、なか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 厳しい戦いですけど、こんばんは。でもエリーコさんだ長い付き合いをさせていただいております。私も今回初めて行かれるんですね。お裾分け袋、10万円っぽい。ありがとうございますね。そう可愛かったんですよ。だからちょっと欲しいなと思ってて、10枚も入ってるんだ。そう考えるとお値段的には結構いい感じかもしれない。495円で10枚入りなんで安いですね。いいな。ありがとうございます。いや、こういう情報皆さんもください開店のアリサンダーカメガネさんのね開店員ね、私インスタライブかなんか聞いた時にお値段聞いたんですよね。いくらって言ってたかな。結構いいお値段はしました。確かに。でもいくらだったかな。でもね5000円超えてた気がする。いやでもちょっと待って、嘘かもしれない。ごめんなさい。ちょっと覚えてないや。でも回転員は安いか高いかだと、その金額だけでいくと高めの部類だったと思います。ですよね。6400円ぐらい。そう私も5000円超えてたと思ったんですよ。そうでもねあれ超人気っぽいですよ。アリサンダーカメガネさんのね回転員。でもあれは限定品じゃないっぽいので、多分アリサンダーカメガネさんのオンラインショップオープンしてる時は買えると思うので、予算的に例えば今回厳しくてもまだ手に入るチャンスはあるはずです。スタンプ完売しそう。そうなんですよ。ね、絶対このビジュアルで使われてるスタンプとかみんな欲しそうじゃないですか。アリサンダーカメガネさんのこと知らなかった人でも絶対欲しいって思う人いると思うし、あと今回のね限定のスタンプの箱がなんか布張りらしいんですよね。そうで白いつも黒なんですけど、黒にねイラストが貼ってある感じなんですけど、今回布張りっぽくてかなり豪華な可愛い箱だったので、多分ね今までアリサンダーカメガネさんにホイホイされてなかった方々もホイホイされると思うので、多分売り切れやすいと思う。だからスタンプ狙ってる方は早めに行った方がいいと思います。頑張りたい。私もブラインドとかね楽しいですよね。ブラインドね。ライブです。こんばんは。ありがとうございます。来てくださって。
待てば買えるですよね。そう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 、待てば買える。そうだからまあ回転員の方はあんまり急がなくてもいいかもしれないですね。そうで、このペンのねセットもね別に急がなくていいんですよ。だからまああればいいなみたいなそう今日一緒にねオンラインショップで頼んじゃおうかなと思ったんですけど、そうだノベルティでいつもステッカー配ってると思って1個ブースに行く予定を作るためにこれはネットでは買わなかったんですよ、わざとね。で、あとね私がすっごい好き、これ動画でもね推し作家さんの動画ね作ってるんですけど、このアンツハンドメイドマーケットさんですね。合ってるかな。この方のブースねめちゃくちゃ可愛いので、そうでハンコが結構新しめに出てるニュー商品っていうのと、あとデザペは以前ねオンライン文具女子博オンラインの購入品でご紹介したんですけど、ああいう感じのお得パックみたいなのがあればそれもゲットしたいなっていうのと、あとねそう新作ロールメモが出ますよ。スイーツっていう柄のロールメモ、今まで猫ちゃんとあとねあれはなんていうタイトルなんだろう、猫ちゃんじゃない柄の2種類あったんですけど、3種類目としてスイーツっていう柄のねロールメモが出るので、これ狙ってます。ちなみにね今まで1100円だったんですよ確か。ちょっとね値上がりしてますね。まあしょうがないですよね、もうこのご時世ね。そうだ、このロールメモはめっちゃ狙ってます。あと折り紙でクリスマス柄が出てるのでそれ新作っぽいですね。あとバンデさんとの多分コラボでロール付箋が出てるっぽいのでちょっとそれはチェックしたいなと思って書いてますね。でアンツハンドメイドマーケットさんでは3点以上購入すると可愛いねちっちゃなステッカーがもらえるっぽいので書き込んでます。そう可愛いんですよねアンツさん。新作ロールメモ3種買いたくて、ロールメモ2つはもともとあった現行品っていうか今も売ってるやつ昔から売ってるやつなんですよ。でこのスイーツっていうのが新作ですね。そうでもぜひコンプしてください。私超推しなんでそうてか持ってるからお見せしようかな2個。よいしょ。そう2つはこれなんですよ。アンツハンドメイドマーケットさん、これね箱がもう直接この切れ込みがあってここからこうやってね引き出せるようになってるのですごい便利ですよ。でめっちゃたっぷりあんのだからもうこれで逆に1500円安いですよね。そうでこれ猫柄ですね。猫の柄ばっかりこんな感じで、こっちがこれもね動画で詳しくはご紹介してるのでねぜひまだ見てない方は見てくださいねそうでこれが猫じゃない方白鳥とか森のくまさんみたいなやつとか、森のくまさんっていうと今来てくださってる森のくまさんみたいになっちゃうんですけどほらね1100円だったんですよ昔は。でこのあれジェムストーンとかね鉱石系とかのここに柄が全部載ってるか、こんな感じ。そうこれにプラス新しくスイーツっていうねお菓子の柄のやつが出ます。これめっちゃ欲しい。いやー推しです。ぜひぜひマジ可愛いんで後悔しないと思う。あかねさん動画見てアンツさん知りました。嬉しい。アンツさんもノンララさんね。そうノンララさんもコラボメモロール私もそれリスト入ってますよこのねメモロールねめっちゃ満足度高いです。裏もねめっちゃ可愛いんですよ。これ全部ねこの裏の柄違うんですよねこうやって。なんでぜひ戻らないこれね一回引き出すと戻すのはね開けないといけないんですよ。そうでも簡単ですけどね。そうなんでぜひおすすめです。あんまりねおすすめしすぎてライバル増やしたくないんですけどいやでもねいいものはいいって言っちゃいます。それでみんながハッピーなら OK 私も絶対死守したい。そうおすすめですよ。ダイカットの
ためのはがみセットが欲しい。どこのブースだろう。結構ねはがみセット売ってるブースあるんですよね。アデッソさんもすごいイタリア製のちっちゃなやつですけど、はがみの箱とかもあって、私もそれ狙ってるんですけど、あとあれスライドノートさん、各スーベニアさんのところはアマリ市だっけ、売ってますし、あとあれですよね、プラスラボさんももったいない石とか売ってるんで、結構はがみセット売られてますよね。私もあかねさん動画で知りました。この前阪急でイベントがあって、ハンコめっちゃ可愛かったです。あ、そうなんですね。いや嬉しいな、皆さんありがとうございます。いやめっちゃこのライブ配信いいですね。めちゃくちゃなんかこうやる気をもらえるお互いに買えるといいですね。そうですね、一緒にゲットしましょうね。いやそうなんですよねなんでね、そうはがみセット結構売られてるとこあるんで、ぜひぜひチェックしてみてください。アンズハンドメイドマーケットさんの私が気になってるのはこんな感じかな。そう、絶対3点以上超えるんでね、ステッカーは数さえあればもらえるだろうなと思ってるんですけど予算がって感じ。あと NB 社さん、NB 社さんもね毎回行っちゃう。そうマステがね新作今回めちゃくちゃいっぱい出てるんですよ。なんでこれ全部マステですね。カピバラ温泉マステとかチープジュエリーマステとかね、ここら辺気になってるのと、あと毎回買ってるマスキングテープセット、3つセットのやつで1個が限定で横浜限定のやつで、あと2つはランダムで入ってくるやつ、そうですね。でここはねインスタフォローするだけでポストカードいただけるので、ぜひインスタフォロー NB 社さんねしてみてください。あかねさん何回か行くんですか今回？今回はね一応2日間行く予定なんですけど、1日はね主人にお願いして子供を預かってもらうっていうか見てもらえるので丸1日楽しめるんですけど、2日目はお外のね子供を遊ばせてくれる場所に連れてってちょっとお願いする形になるので、あんまり長い時間行けないんですよ。なんでもう私的にはこの1日目は自分の買い物をひたすら頑張ってとにかく全部買って、で2回目行く時に動画撮影に集中しようかなと思ってます。そうだから2日行くんですけど、1日は動画のためかなって感じですね。初出店のお店でチェックされてるところ、初出店のお店ではね、初出店でしょう。ノンララさんは、さっき言ってたロールメモとマステが気になってますね。あと、初出店、あと六角さん書いてあるの、カフェテディのマスキングテープって書いてありますね。六角さん多分初出店ですよね。あと、うろことさんが、双心っていうすごい可愛いなんかカード、箱に入ってるカード、動物のカードで載ってるかな。ちょっと待ってくださいね。今商品の写真があればちらっとお見せできるかもしれない。本なのでね全部お見せできないのが本当に残念なんですけれども、どうだろう、皆さん買いました？このパーフェクトガイド。どこだ？全然見つからんショップ多いんでね今回ね。なんだっけ、うろことさん、ちょっと待ってくださいね。うろことさん、うろことさん。そうでもなんか結構もうね文具女子博も何回か行ってますけど、まだこんなに知らないショップさんあるんだって驚きましたね。今回また新しいねショップさんが出店されて、うろことさん全然見つからんちょっと待ってうろことさん、あったあ、うろことさん、これこのね双心っていう、ちょっとピントが合わない、この動物さんがこの箱に入ってるカードですね。これ可愛いなって思ってます。そうでここはインスタフォローするとポストカードもらえるんですよね。
そうでしかも横浜限定のパンダ柄があるっぽくて、それがすごいサンタさんの格好してたんですよ確か。可愛いなと思いました。経文社さんのメリブンさんが気になってます。メリブンさん可愛いですよね。そう紙博めっちゃ常連さん、紙博と文具の博覧会はめっちゃ常連さんなんですけど、文具女子博初ですよね、そういえば。メリブンさんはね多分超混むと思います。バイキング系をめっちゃやられるみたいなんで、今回そう文具の博覧会の時にもすごい人が壁のようになるんでフレークシールすくいはね多分早めもう待機して待ってないと終わっちゃうと思う。すぐ紙博の時もなんか瞬殺だった感じですね。あとねこのどこだ、一言線の詰め放題、ここはね多分ブースの並びがどういう形になるか分かんないんで、そこ配慮してくれてるのかなってちょっと心配ですけど、文具の博覧会みたいに野放し状態だった場合はマジで戦争状態かも。いつ行くかにもよると思うんですけどね。買いました。これねパーフェクトガイドね。文具女子博行く方は大半は買ってらっしゃると思うんですけど、行かない方でもねこの付録今回めちゃくちゃ豪華ですもんね。付録ね、いやー私も付録にすられて買いましたよ。本当に付録欲しさにねガイドブック、そうですよね。東京の皆さんの購入品見て、それがいいと思います。行けないので本買ってしまうと行きたくなってしまうので買わなかったのですが、皆さんの話で行きたくなってしまってます。ごめんなさい。ごめんなさい。でもきっとね春らへんに多分オンラインやると思うのでね、ぜひそこで発散していただいて、あとこの付録はねでも行けなくても絶対ゲットした方がいいと思いますよ。これ絶対お得だし、お値段的にもこれ本当だって本2000円でしょ。本2000円でマルマンのミニルーズリーフの外見とこの限定アソート40枚入りとクリアファイルとペンついてるんですよ。でしかも限定柄なんでめっちゃ可愛いし、これはねおすすめ参加できない私たちのために欲しいものたくさんゲットして動画で見せてください。はい、死なない程度に、破産しない程度に頑張ります混みますよね。1番に向かいます。お、1番、なるほど。私ね1番は多分デルフォニックスなんですよ。なんだっけド忘れしたよデルフォニックスのノートね、ロールバーン、そうロールバーンのカスタムロールバーンはやっぱ1番に行かないと、もうあれね皆さん会場ダッシュですからねいつもただカスタムロールバーンは実は中身とリングの色の組み合わせをそこまでこだわらない方、もう絶対この色のこの組み合わせがいいとかっていう方じゃない限りは、この後のポップアップ系ですでにカスタムされてるロールバーンで売られるんですよね。それはね結構在庫が潤沢にあって、そんなにね急がなくても買えるんで、いつもで結構長い期間1年間ぐらいはずっと売ってくれるじゃないですか。だからそこまでこだわりなければ後回しっていうか諦めてもいいかもしれないですね。ですよね。ありがとうございますボールペン書きやすい。そうね、ボールペンね、さすがですよね、パイロットさんのイルミリー。付録というより販売商品、そうもう本当に現行の商品みたいですよね。ロールバーン、そうカスタムロールバーン、今それがポロッと抜け落ちましたね。やばい、カスタムロールバーンはね戦いですね。前回のね冬の文具女子博の時に私はパラグラスさんを狙ってたので、パラグラスさんに一番ダッシュで行ったんですけど、ダッシュ心がダッシュで行ったんですけど、皆さんでももう半分に分かれるぐらいな感じかな。パラグラスさん狙いの人とロールバーン狙いの人とっていう感じでバーって
みんな分かれてましたね。まあやっぱり朝早くから並ぶ人ってそういうブースのために行く人が多いので、だいたい二手に分かれてた感じですね。デルフォニックスさんのホリデー缶ね。いや、私もね、欲しいなとは思ったんですけど、ちょっと予算的に、これ買うと、ちょっと他のもん買えないなと思って、今回は諦めようと思ってます。でもあれ可愛いですよね。ピンクのね。ホリデー缶は買えるかな。いや、ホリデー缶欲しいんだったら、もう多分、一番ダッシュだと思いますね。ホリデー缶は多分、一番ダッシュ。付録目当てもあり、全然ありですよ。むしろ付録目当てで買ってる人多いんじゃないかなって思いますね、このパーフェクトガイドね。結構ツイッター、X ね。なかなかツイッターって抜けないですね。X の方でも、いけないけど付録目当てで買ったってポストしてる方多いですよ。皆さん、評価ボタン押してない方ぜひ押してね。来てくれてる人数の割に、グッドボタンがもしかしてバッドボタン押されてんのかな気を取り直していきますよそうなんで、まあ多分デルフォニックスさんのホリデー缶狙ってる人はまあ早めにっていうかもう一番に行った方がいいですね。後回しにすると多分 100% 買えないと思うでだって普通にデルフォニックスさんの公式ホームページで売ってたやつも瞬殺ですよね、確かね。皆さんありがとうございます、評価。押しましたよ、ありがとう。こんばんは。デルフォニックスさんの次に混みそうなブース。いつ行くかによるんですけど、私はプレミアはちょっと参加できないんですよ。なんで、普通の日の初日に行くつもりなんですけど、それだとパラグラスさんは混む。パラグラスさんはもう本当に一瞬で終わるんで、ガラスペン狙ってる方は早めに行った方がいい。で、あとはマルマンさんのこのルーズリーフバイキングはすごい並びます。あとは余白さん、文具女子博、私もびっくりしたんですけど、紙博はね、余白さんそこまで並ばないんですよ。ブースすごい広く取ってくださってるのと、限定を結構多めに毎回ね入れてくださってるからだと思うんですけど、そんなにね長蛇の列って見たことないんですが、前回文具女子博行った時に余白さんはすっごい列になってて、ディズニーかなって思いましたね。なんで私その時まだ余白さん沼入ってなくて、だから見てなかったんですけど、何あの列と思って見たら余白さんの列で、余白さんはすごいって思いました。なんでそうね、優先順位的にはその並びやすい、並んでかつ早くなくなっちゃうっていう意味で並ぶ優先順位をつけるとすると、パラグラスさんとデルフォニックスさんは多分同率1位ぐらいで、マルマンさんと余白さんと、あと正当者さんも混んでましたね。でもポップアップとか行くと、あれ正当者さんそんな混んでないみたいな時もあったりして、だからその時々によるって言ったらもうおしまいなんですけどでもね、本当その日に行く人たちの好みがどれぐらい偏ってるかっていうのは結構左右されますよね。そういう白さんね、混みますよね。ピンコイの限定とどっちかな。ピンコイね。私もピンコイさん狙ってるんですけど、ピンコイさんの限定ってなんだろう？どの限定だろう？私ピンコイさんのこのクリームピーチさんのランダムパックとファラさんのステッカーお試しパックをちょっと考えてるんですけど、ピンコイさんもでも数少なそうなんですよね。こんばんは。出遅れました。全然大丈夫ですよ。まだ全然お話ししてます余白さんのカンカンね。余白さんのカンカン欲しいんだったら早めに行った方がいいと思います。そう、正当者さんもね、混みますね。そう。でも余白さん、どうだろうな。難しいですね。正当者さん、マスキングテープバイキングをやられてた時はめちゃくちゃ混んだんですよ。ただ、前回ね、ポップアップに行った時は、もうね、バイキングじゃなくて、カプセルになってて、ブラインドだったんですよね。それもあっ
ってかその時はそんなに混んでなかったです。ただデザペのビュッフェやられるので、デザペビュッフェ狙ってる方はちょっと時間かかるかもしれない。初めて文具博行った時、余白さんの行列ね、びっくりしましたよね。私もびっくりしました。1日50個限定。何がだすいません。すいません。どれかな、どこが、ホリデー館かな、わかんない。私、ホリデー館早々に諦めたんで、個数見てないです。50個だったらもう絶対一番ですね。一番最初に行かないと。ピンコイさんのクリスマスの缶。ファラさんのやつ？私、ピンコイさんのクリスマスの缶の情報わかんないや。ファラさんのクリスマスの缶だったら知ってるんですけど、それじゃないかな。ピンコイさんは1日40個限定、マジ？ファラさんとクリームさんです。両方出てる。缶。嘘。それちょっと気になる。気になる。ちょっとこのライブ配信終わった後で急いで情報収集しますわ。今見たら見つかるかな？ファラさんとクリームさんのファラさんのね、ファラさんのクリスマス缶はね、売られてましたよね。そう、ピンコイさんセールやってたんでね、私もそう思いました。でもファラさんのクリスマス缶瞬殺でしたよ。もう私見た時終わってたもん。そう、悩んでどうしようかなと思って考えて諦めて、でもまだ売ったりするかなと思ってチラッと見に行ったらもう売り切れてましたね。ファラさんのはクリスマスと文具女子博限定と2種。そうなんですね。そっか。私がなんか X かインスタで見たのは、このクリーンピーチさんのランダムパックが3000円っていうのと、ファラさんのステッカーお試しパックがあって、8枚入りだったかな。そう。私結構ね、ファラさんのステッカーはかなり持ってるんですよ。もう買っちゃってて。で、クリスマスのやつは、どうしようかなと思って、でも結構ね、ノベルティに入ってることあるんですよね、クリスマス限定のやつ。なんで、ちょっと今回はいいかなと思って諦めました。横浜の限定があるんだ。ちょっとそれ、見ない。嘘。おとといとか昨日、再販してたんですね。皆さん超チェックしてるじゃん。皆さん。そうなのか。ピンコイさんで今調べたら出るかな。ピンコイさん。そう、皆さんね、結構公式サイトさんね、情報遅いんですよね。文具女子博のね。どうだろう、最新のところでピンコイさん。特に書かれてないな。もう結構前につぶやかれたんですかね。でも全然文具女子博のあれないな。書かれてないな。つぶやいてないな。ちょっと後でゆっくり見てみますね。お試しパックが、そうなんですね。そういうことか。缶なの？嘘。なんか写真見たら袋だったんですよ。そう、袋だった。ごきげんよう。ごきげんよう。こんな深夜にありがとうございます。来てくださって。そうなんだ。これか？これあなたの街にやってくる文具女子博。いや、これか。詳しくはこちら。めっちゃピンコイに飛ばされた。ちょっと。これか。これですね。これクリエイターズビレッジ。これですよね。このファラさんのクリスマス缶は。これはでもピンコイで買えるやつですよね。これだ。これ。これは欲しいね。欲しいねって。これは欲しいね。ライブでお声かけるのがあまりにもお久しだからありがとうございます。嬉しい。動画見てくれてもいいんですよとか言って。でも確かにライブでね、おしゃべりするのはめちゃくちゃ久しぶりですね。
文具のチャンネル立ち上げてからここでライブ配信するの初めてですからね、今回ね。これは欲しいですね。超かわいいじゃん。うわ、でもこれ持ってる、このステッカーいやでもこれいくらなんだ、数量限定のため。あ、でこれクリームピーチさんのランダムパック。これチェックする、こっちの限定ボックスについての情報が他にないの？他に書かれてないですね。皆さんどうやってその50個とか分かりました？今回のための書き下ろし、カンガかな。カン、そうですよ、多分スペシャルボックスって書いてある。めちゃくちゃピント合ってなかった、すいません。こんばんは。ゲルムさんも来てくれた、ありがとうございます。ね、いやー、これいくらなんだろう。これでも高そうですよね。6000円とか、そんなにはしない。ピンコイさんのインスタ、ちょっと今インスタ見ますね。ピンコイさんのインスタ。いや、カンカン系はね、結構いいお値段しちゃうんですよね。予算が、いや、ちょっと本当非課税の6兆円ぐらい落ちてないですかね毎回それ思うんですけどピンコイさんの、これだ、ピンコイさんの、あれ、これだ、これね、これだ、横浜限定販売。うわー、これ絶対欲しいじゃん。うわー、ペットテープこんな入ってんのめっちゃいいですね。すごいね、ライブで動画を見るっていう。いやでも持ってるのもあるな。でも何枚あってもいいな。めっちゃ私の好みとかぶってる。私これ全部買ってます。これ全部持ってるほぼ全部持ってる。いやでもな、そう、これ可愛いんだよ1日40個。いやクリスマス缶ね。クリスマス缶はね、悩んでやめたんですよ。これ何個って書いてあるの、ここに。値段は書いてない。このさっきの横浜限定はやっぱりオンライン販売はないそうですので、ぜひ会場でゲットしてくださいって書いてありますね。値段書いてほしい。値段書いてほしい。そう、値段書いてくれない公式さん、ちょっとぐぬぬってなりますよねライブでスマホの動画そうね、もう思わぬところで私これ見落としてました。ありがとうございます。いやー、うわー、これでも絶対争奪戦ですよね。しかも1日40個とか絶対争奪戦。これはここに書いてあるかな、40個限定。そうね、ブリキ缶のデザインは今回のボックスのために書き下ろされたイラストということで、うわー、これはお一人様一点限り。これでもクリスマスパッケージ、両方ですね。値段書いてない。そう、クリームピーチさんのラッキーバッグだけはこう3300円で書いてあるんですよ。でもこれも1日50セットですね。なんで私はクリームピーチさんのラッキーバッグを狙おうかな。さっきのカンカンね、めっちゃ欲しいんですけど、中入ってるやつは結構持ってるものとかぶってるんですよね。買わなきゃよかったかないやね、もう間違いない可愛さですもんね。これ中身分かってんのか、クリームピーチさん。いや、クリームピーチさんも欲しいな。クリームピーチさんあんまりね、セールやらないんでね。そう、カンカン目当てでね。そう、お値段大事。お値段、だって、そう、いや、思うんですよ。この値段書いてない公式さんって、来るの富豪だけじゃないから、来場者みんな大富豪なわけじゃないから、絶対予算ありきなわけじゃないですか。そう、なのに、お値段書かないって、要は多分こう値段チェックするためにでもブースに寄ってほしいってことなんだと思うんですけど、気持ちはわかるんですけど、予算ありきじゃないですか絶対ねそう、お値段載ってないと買おうかどうかの判断すら難しい。そう、その通り。そう、リストにさえ載せられない状態になりますよね。
そう行って思いのほか安かったならいいけど、行って思ってたより高かったのことの方が多分多いと思うんで、特にこういう作家さんものってまあお値段するじゃないですか。そう人物ステッカー持ってないから大阪でもあったら狙いたい。そうですよね。人物ステッカーやっぱピンコイとか使わないと。私もね皆さんがこういうのどこで買ってるんだろうって全然知らなくて、自分でネットで調べてピンコイにたどり着いたんですよ。そうそのうち動画でもピンコイの紹介動画めっちゃ出るんで今取りだめされて控えてるんでね。そうお値段情報はね絶対欲しいですよね。そうお値段によって計画変わりますよね。公式から各ブランドに、いやそれ思います。めっちゃ思う。あれなんでハッシュタグをつけるだけでメンションつけてくれないんだろうって思う。せめてメンションつけてほしい。各ツイッターに飛べるようにしてほしいですよね。そうもう文句ばっかり言ってる回転員の値段の高さに最初びっくりしました。まあそうですよね。回転員はでもやっぱ高いですよね。日付印とかそうですけど結構いいお値段しますもんね。そうああいうのこそ値段書いてくれないとね困るなんだろう、値段なんか私のこれは超個人的なあれです感覚ですけど、私的には値段が書いてあってこれ買うのやめようって思うことよりも、値段が書いてなくて買うのやめようって思うことの方が多いんですよね。そう分かんないから手出せないっていう方が多いから、なんで書いてくれないんだろうってすごい思うんですよね。そうなんか値段書いててくれたら、それがもし思ってたより高かったとしてもすごい欲しかったら逆にそれのために他を削ったりとか捻出できるように頑張ろうとするじゃないですか。値段載せないのは何か、いやなんかねなんか私の主人オタクなんですよ。でコミケとかによく行ってた人なんですけど、なんか主人になんで値段載せないんだろうねって聞いたことがあって、そしたらなんか値段はもしかしたら変更するかもしれないから値段を載せないんじゃないかって言ってました。確かにとは思いました。あとは通常販売よりもイベント限定価格の方が高い時があるんですよね。その代わり何か特典がついてるみたいな。だからなんかそれと比較されたりとかしたくないのかなっていう。一回載せちゃうとお値段変えれないっていうまあ事情もあったりとか、多分そこら辺なのかなって思います。あとはやっぱり値段書かないことによって興味があるならうちのブース来てねっていう呼び込みのためでも、私それはね結構正直個人的にはマイナスだなと思ってますね。そう2000円以上は書いてほしい。わかる2000円以上は書いてほしいですよね。そう値段書いてなくて買うの諦める。そうなんですよ。そうリストからね、だってリスト載せてもわかんないと手出せないからね。そうなんですよね。去年の方が値段載せてなかったと思います。今年はマシかなと思ってた。それは私も思ってます。多分ね結構な人がね値段載せてくれって言ったんだと思います。アンケートとかで。私もそれは思いました。イベント限定お値段になっちゃうからか。そうですね。まあそれもあると思います。多分通常販売の方が安いじゃんと思ってなんでと思って見たら、なんかイベント限定の例えばステッカーがついてくるとか、これみたいな感じでイベント限定の箱に入ってるからとかで、こう中のステッカーだけの値段で計算するとこっちの方が高くないみたいな感じになっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。いやまあもちろん売る側には売る側の事情が絶対あるからこそ書いてないんだと思う。だってなんか今までの雰囲気見てるとなんかかたくなに値段を載せたくないんだなって感じてましたもん私はだって多分結構前から皆さん値段載せてほしいって言ってたと思うんですよ。文具女子博のインスタライブとかでもコメントでめっちゃみんないくらですかとか聞いてますし、絶対必要な情報じゃないですか買う側からしたら。だから絶対ねいっぱいご意見いただいてたと思うんですよ文具女子博運営者さんは。そうだけど載せてなかったっていうのは多分載せたくなかったんだと思います。そう多分ね。
そうで、買い物リストに戻ると、あと気になってるのはね、グリーンフラッシュさんのね、この限定アクキー、ブラインドバッグのね、限定アクキーは、結構、毎回買ってるんですけど、第2弾が出るんですよね。今回のやつ結構可愛いアニマルのやつで、ソフトクリームじゃないや、メロンソーダとかね、ああいう系の、あとフルーツミルクみたいな、ミックスジュースみたいなね、可愛いやつ多かったんで、結構狙いかなと思ってます。あとね、この、グリーンフラッシュさんが1500円以上で付箋をプレゼントしてくれるんですけど、この付箋セット結構毎回ね、これもらっていいのって思うぐらい可愛かったりするんで、ランダムなんですよ。だから、私も2回ぐらいもらってるけど、被ってなかったし、すごい可愛かったんで、この付箋セット欲しいから3つ買うみたいなところまでありますね、正直。イベントによっては絶対値段載せないのもあります。そう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 。あとはね、そのブースさん、そのショップさんによってはもう堅くなに載せないっていう方いますよね。アクキーどの柄私、確かね、2つ、牛乳瓶と白熊のクリームソーダは第1弾で出てたやつなんですよ。で、それ以外が新作なんですよね。なんで、新作だったら正直どれでもいいかなとは思ってます。私、白熊のクリームソーダと、ミルク持ってるんですよ、もうすでに。なんで、被りは嫌だから、アクキーって被ると困りません？結構。グリーンフラッシュさんのブラインドだけど、触ると形がわかるものもありますよね。わかります？グリーンフラッシュさんは型紙ついてるんですよ。白い型紙に挟まってるんで、すごい頑張って触んないと多分わかんないかも。NB 社さんのアクキーは触るとわかる。もしかしたらもう対策されちゃってるかもしれないですけど、初めてアクキー出された時は NB 社さんのアクキーはそのまま入ってたんで、触ると形分かりましたね。結構吟味しちゃった私。空いてたんでその時。グリーンフラッシュさんでしょ。グリーンフラッシュさんのアクキー載ってるかな。絶対載ってると思うんだけど、さっきグリーンフラッシュさん見た気がするんだが、出店者さんがね、あった多すぎてなかなかたどり着けない。これですよね。ピントがこれ見えてますかね。ちょっとちっちゃくなっちゃって申し訳ないんですけど、このパフェは可愛いなと思ってますね。でもこの中でもパフェとこのラムネの1個ずつは欲しいかも。この牛乳瓶とこのクリームソーダは持ってるんで、同じ瓶系でもこの黄色い方がいいですね。このフルーツミルクかな。そう。被らなければ何でもいいぐらいの気持ちで挑もうと思ってます。そう、NB 社さん。そう、NB 社さんは触ったらわかる。でも、もしかしたらもう対策されてるかもしれないですけどね。空いてる時にお店の方が協力してくれる方、マジ？空いてる時ね。優しい。雑誌の出店、あゆよじ、そうなんだ。すいません、気づくの遅くて。今年ノベルティ少ないですよね。そうかな。なんかノベルティの数はそんなに減ってない気はするんですけど、あとはまだ告知されてないだけかなって思ってる部分もあって、私は。ただ購入したらもらえるっていうノベルティが増えたなとは思いました。今までは結構もうインスタフォロー、SNS フォローだけでもらえるものが多かったイメージだったんですけど、結構ね、今回私このノベルティだけでもまとめてるんですけど、ここら辺はね、全部 SNS フォローだけでもらえるノベルティなんですけど、でも購入、でもこれ私が気になってるやつだけなんで、お店がね。他にも結構購入しないともらえないっていうのがありましたね。あとこっち側にも書いてあるんで、これとかそうだ、これダイヤが消えてる。ダイヤ。そう。このソーラーファクトリーさんとかも
購入しないともらえないし、まあ、さっきの付箋もそうですね。グリーンフラッシュさんのね。あと BGM さんも商品購入とインスタフォローでマスクケースとか、黎明藤井さんも、商品購入ですね。そうそう。なんで、あと猫とさんは2個以上購入でステッカーがもらえるとか、マルマンさんね、巾着めっちゃ欲しいんですけど、指定商品を2個以上購入で、指定商品がミニルーズリーフバインダーなんですよね、確か。あそこら辺の周辺文具なんで、今回マルマンさんこのミニノートガチャをやられる予定みたいなんですけど、私それをやりたくて、でもそれはね指定商品に入ってないんで巾着もらえなさそうなんですよね。そう、巾着めっちゃ可愛かったんですけどね。そう、このスタンプスタンダードさんも商品購入だし、六角さんも1000円以上購入ですね。なんで、私の印象的には結構購入しないともらえないノベルティが増えちゃったかなって気がします。ノベルティ情報遅いですよね、ちょっとね。そう、ノベルティはすぐなくなっちゃう。そう、だからSNS フォロー系でもらえるやつは早めに行った方がいい。フォローだけだと人が集中しちゃうからですかね。まあそれもあるし、あとは不景気だからかなとは思ってますね。ノベルティもね作るの大変だと思うんで、ノベルティがクオリティ高いブースさん、ノベルティのクオリティが高いブースさんね、さっき言ったグリーンフラッシュさんはその付箋のセットなんですけど、付箋がね2つだったかな、2つか3つぐらいついてくるんですよ。で結構しっかりと分厚さのある付箋で、ダイカットのね可愛い付箋なんですよ。私もらったやつちょっと今お見せしますね。以前もらったやつなんで今回はどんな感じかわかんないんですけど、例えばこういうやつ、これとか、あとはちょっと今パッと出るのこれだけなんですけど、こういう感じで袋に入ってるんですよ。自分で選ぶことはできないブラインドバッグみたいな感じなんですけど、もうしっかりとこの分厚さのあるダイカットの可愛い付箋がもらえる。そう、しかも2つとか2つだったかな、2つだったか3つだったかちょっと忘れちゃったんですけどもらえますね。可愛いですよね。これ無料ではないんですけど、購入したらもらえる。でもねグリーンフラッシュさんは前々から1500円以上買うともらえるっていう。本ポチってきちゃいました。いや、いいと思います。なくなる前に買った方がいい。これ売り切れちゃったらもうこの特典ねもらえないんで、この特典はねもらって絶対後悔しないと思います。そうで、大郷さんね、大郷さんのノベルティも結構いつも豪華ですよね。今回私大郷さんこっちか。大郷さんはノート、そう結構しっかりしたノートだったんですよね確か。そう大郷さんのは普通に正規品が丸々1個ノベルティなんでおすすめ。そう確かにこれ目当てで商品買っちゃうね。この付箋可愛いですよね。そうしかも1個じゃないからすごいありがたいんですよね。ノベルティメルカリに出す人多いからむやみに配らなくなった。そうなんだ。まあ確かにね、特に現行商品と同じノベルティだと分かんないですもんね。リラリラハンコさんのノベルティの巾着めっちゃ可愛かったけど数少なかった。そうね、巾着系可愛いですよね。さっき言ったマルマンさんも巾着めっちゃ可愛い動物のね柄のやつだし、リラリラハンコさんもノベルティ巾着ですよね。大悟さんのノベルティは現品。そういつもそうですよね。付箋の時もロール付箋の時もそうだったし、ハーバリウムノートをね豪華ですよね。こういうのもったいなくてなかなか使いづらい。わかります。私も眺めてますいつも大悟さんノートまるっと一冊。ね、そうですよね。私もハーバリウムノートはねもらいましたよそう大悟さん太っ腹
そう、しかも SNS フォローだけでもらえるんでね、大悟さんはね、めちゃくちゃいいですよね。まあ、そういう意味では大悟さん1位かもしれない。で、大悟さんは、まあ正直何も買わなくてもくれるで、ノベルティは魅力的ですよね。本当にね。いつもキャノンのブースで推しの写真をプリントしてもらってます。あ、キャノンのブースさんはマステと、あとあれもらえますよね。フリクションのペン。私も以前これもらった。そうそう、インスピックのね、宣伝の。これ丸々1本もらえる。でも今回告知されてないですよね。されてた？わかんない。私見落としてるのかもしれないんですけど。私が見た感じ、なんか全然ノベルティツイートされてなかった気がしたんでどうなんだろう。あとは豪華なノベルティプラスさんのやつあれだしな。ステッカーとかシール系がやっぱ多いですよね。あとポストカードが多いかな、基本はね。そうですね。他になんかかっこいいやつあるかな。かっこいいっていうか良さそうなやつ。カミディアさんなんか SNS フォローすると付箋アソートもらえるっぽいですねあとね、このソーラーファクトリーさんの猫のミニカードは個人的にすごい可愛いと思いました。サンスターさんもペン、そう、サンスターさん今回あれですよ。あれ、これ、まさにこれだ。この飛距離5倍の、この、タンクの青色だったと思う。青か紺かはちょっとわかんないんですけど。が、ノベルティだったと思いますよ。あと、この、ウッドペペさんはシーリングワックスが SNS フォローでもらえるっぽい。これもね、シーリングワックス普通に袋で買うと結構いいお値段するんで。まあでも、どんぐらいもらえるんだろう。5粒とかかな。内白さんのステッカーね、白推しのステッカーですよね。ちょっとごめんなさい。お茶飲みますね。1番目にどこのブースに行く予定ですか？ 1 番目は私は多分デルフォニックスさんですね。もうね、マルマンさんのね、ルーズリーフバイキングはやりまくっちゃって、他のところでも。ロフトさんとかでもやられてるんですよ、たまに。なんで、めちゃくちゃ買いまくって、在庫が潤沢に家にあるのでで、今回はね、パラグラスさんは個展にもう行っちゃったので、デルフォニックスさん一択かなと思ってます。一番はね。でも今さっきの話聞くとちょっとピンコイさんも悩みますね。そんなに少ないのかっていう。今年の文具女子博はワークショップないですよね。以前は予約して参加するのがあったみたいだけど、ちょっとごめんなさい。お店の名前忘れちゃったんですけど、畳の縁売ってる方いるじゃないですか。畳の縁売ってる方っておかしい。あれ、これ吉田、違うな。ね、畳の縁の布なんて言うんだろう。あれで何かを作るワークショップは、ポストされてましたよ。フラットさんっていうんだ。私一回もね、まだ買ったことないんですけど、もう文具女子博常連さんですよね。そうか。あいうえお順で載ってるつったふから始まる。はひふですね。はひふふ結構後ろか。服分けが来たからここらへん。これないな。ないな。
あれラーいっちゃった。あれ乗ってない。うんあれ乗ってないなんてことあります？乗ってないなんてことはないですよね。ちょっと今見つからないな。そうけどワークショップ1個だけしか私もね見つけられてないんですけど、そう畳の縁間違ってますなんていうのスマホとかのショルダーそっか、そういうワークショップかな。私はマルマンさんの去年並んだら他のものが買えず最後までマルマンさん残っちゃうので一番並ばなくてもいいかなと思いました。なるほどね。なるほど。私逆にデルフォニックスさんの次に並んだんですよ、マルマンさん。それでね、でも5分ぐらいかな、並んだの。結構並んではいたんですけど、思ってたよりはサクサク進んでくれて、だからめちゃくちゃ早く行くか後回しにするかのどっちかですね、マルマンさんのビュッフェは。あとはその文具女子博だけじゃないんで買えるの、ビュッフェね。結構調べたらいろんなところでビュッフェやられる時もあるんで、ハンズさんとかロフトさんとかでやられることも多いんで、そういうところでもいいやって思う方は後回しでいいと思います。文具女子博柄の畳の縁可愛いですよ。ペンケース。ね、いや、可愛いなとはいつも思ってるんですけどね。どうしても予算の優先順位的に下になっちゃって変えてない。高田畳なんたらさん。なるほど。そっか。だから見つからなかったのか。たから始まるのかな、じゃあ。ありました。確かにフラットってカッコになってる。これですね。これ畳縁。これなんて読むんですか？畳縁じゃないのめちゃくちゃここ書いてある。小島べり。これで小島べりって読むの？絶対知らないと読めないやつですね。これね、文具女子博柄ね。ポップですよね、すごいね。そうこのブースさんがなんかワークショップやるっていうのをポストされてるの見たんですけど、でもね他は私も見てないんですよね、全然。あとこの地図に全然ワークショップの場所みたいなのが書かれてないですよね。ワークショップのお知らせみたいなのが全然ない。書いてある。ワークショップは確かにワークショップはこのパーフェクトガイドにすら書かれてないんですよね。だから今回本当なんかなんだろう、全然やらないのかな。キャノンのプリント、いやこれも書いてないしな。書いてないですね。畳縁ですよねですよねなかなか読めないですよね。そうなんですよ。そうで、あとはね、あとコモさんも私は動画にはくしくもしてないんですけど結構推しててめちゃくちゃファンですね。なんでマステがもうすぐコンプリートしそうなんで、マステビュッフェちょっと気になってますね。ただこれお値段的には別に安くはなってないんですよ。普通に買うのとマスキングテープの値段自体は変わらなくて、ただこのマスキングテープビュッフェやると限定の箱に入れてくれるんですよね。その箱が可愛いんですけどね。なんで箱分がちょっとお得みたいな感じのマスキングテープビュッフェやられるみたいです。まだちょっとコンプしてない柄を集中的に買おうかなとかはちょっと思ってます。不景気だからワークショップ減った。どうなんでしょうね。ワークショップってやっぱ儲かんないんですかね。どうなんだろう、そこら辺。
明日も仕事、ありがとうございます。こんな夜遅くまで。本当に。こういう機会あったら嬉しいです。またね、ちょっとどうしても深夜になっちゃうと思うんですけれども、やれるときはまたやりたいなと思います。今回すごい楽しいんでね、これ。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。で、次が、そうそう、このね、日本理化学工業株式会社さん。黒板消しの枕とか売られてるとこですね。ここの、枕はさすがにちょっと手が出ないんで、画面クリーナーの SS サイズがすごいお手頃で可愛いんで、これは狙ってますね。で、あと、福分はんこさん、前々から気になってて、この動くコーヒーはんこセットっていうのが、以前、オンラインの時に、文具女子博オンラインの時に販売されてたんですよ。文具女子博限定セットみたいな感じで。で、今回ね、一回もこの動くコーヒーはんこセットの告知がされてないので、売られるかどうかわかんないんですけど、オンラインの時に買おうか悩んで買わなくて、すごい後悔してるんですよ。なんで、売ってたら、ちょっと欲しいなとは思ってるんですが、値段がね、わかんないんで、一応リストには載せてある。あと、売られるかもわかんないんでね、ちょっと要チェックぐらいな感じで考えてます。あとは、大和株式会社さんの海苔のところですね。大和海苔のところ。なんかこれもツイートされてないんですけど、別のイベントで、ポリタンク、ちっちゃなポリタンクに詰め替え用の大和海苔が入ってるやつのセットが売られてるんですよ。で、これ普通にも売られてるっぽくて、ネット上で見たら572円で売られてたんですけど、これ売ってたら欲しいなと思ってます。ちょっと可愛いなと思って。もうパッケージが可愛いとそれだけでちょっとホイホイされる癖があります。あとこれ、靴輪株式会社さんはマステのリボンボンが猫型にマステが切れるね、新しいマステのリボンボン出るんで、その新しいのが3つぐらい出るのかな。だからそれの3点セットと、あと新しくね、出るこのマステンプレートののんびり気分っていう一番ね、動物が多かったやつを買おうかなと思ってます。マステのリボンボンなんかどんどん増えてって家の中マステカッターだらけなんですけれども、そう、パッケージはね大事ですよね。パッケージ可愛いとやっぱ目いきますよね。そうで、あとはシールドさんなんかね、限定のキラピカマステがめちゃくちゃ出るんですよ今回。なんか全5種類ぐらい出てて、1個ね748円だったで、全部買うと結構いいお値段するんですが、どの柄もめちゃくちゃ可愛かったんですよ。靴輪さんの気になってます。マステンプレートの方は495円。でもマステのリボンボンも多分495円ぐらいだったと思いますよ。以前もそんぐらいだったと思う。こんな安いんだって思いました。印象的には。そう、多分これぐらいだと思う。500円超えてなかったと思いますよ。安いなって感じたんでね。そう。なんで話戻ると、シールドさんのキラピカマステは全種コンプしたいなっていうのと、あと、やばい、ちょっとくしゃみが出そうです。ちょっと待ってください。くしゃみが。ごめんなさい。あとは乙女印刷さんね、マステが出るんですよね。今まで結構ノートとかね、手ぬぐいのイメージが強かったんですけど、マステあるんだと思ってマステ狙っております。495円でした。で、ノンララさんもマステとロールメモですね、さっき言ってた。で、ピンコイさんはさっき言ってたランダムパック。もうカンカン悩みますけど、値段がわかんないのがやっぱネックですよね。でも絶対6000円ぐらいしそう。クリスマスのカンカンいくらでしたっけ？クリスマスのカンカンの値段が参考になるかもしれない。クリスマスカンカンが、元値が6650円ですね。で、値下げされて
5320円なんで、でもこれより多分入ってる量多いじゃないですか。あ、でもそうか、こっちはロールテープがフルですもんね。フルテープ入ってるけど、あっちはなんかカットされてるっぽかったじゃないですか。カットされたのが何種類かみたいな。でもどうなんだろう、入ってるステッカーの数多分向こうの方が多いんで、なんなら8000円とか1万円ぐらいしそうですよね。くしゃみかわいい。そう普通のくしゃみでしたけどすいません。乙女印刷さんのマステとアマリシセット。あ、アマリシセットあるの？それちょっと気になりますね。乙女印刷さん可愛いですもんね。アマリシセットがあるの？なになにアマリシセット。アマリシセット。アマリシ。あ、じゃあ、紙。アマリシセット。ちょっと要チェックですね。乙女印刷さんのマステは全種類買うつもり。そんなにいっぱい出てましたっけ？嘘、ハンコも出るの？嘘、それちょっと私漏れてる。情報漏れてる。ハンコ、チェックですね。もうハンコもね、持ちすぎててやばいんで、ちょっと厳選はしなきゃいけないんですけど、もう欲しいもの、このリスト全部買ったらガチで破産しますからね、これ。これやばいと思う。まだ計算してないんですけど、総額。多分10万超えると思うんですよね、これ全部買ったらね。まあ、買わないですよ。全部は買えない。無理無理。どこまで行ったっけいや、怖い怖い。11種マステ？マジ？乙女印刷さんのマステ11種あるんですか？マステ495円ですよ、1個。11種。大変だ。大変だ。コンプは大変だ。そうか。ちょっと厳選しよう、マステは柄。本当は全部欲しいですけどね。いや、本当に。いや、ちょっとな、ピンコイさんのちょっとカンカン一応メモだけしとこう。横浜限定館ですよね。横浜限定館。限定館。よし。で、あとは、小屋女子 DIY カフェさんの、限定猫の手メモテープ。これ養生テープですね。528円。このなんか猫の手メモテープは結構いつも出てるんですけど、今までが水色だったんですよ、限定が確か。今回茶色になってて、より猫っぽいんで、可愛いなって前から気になってたんでね、ちょっともうゲットしちゃおうかなと思ってます。ただ予算がオーバーしたら、外れる、優先順位的にはこれは外れる方に入ると思う。そんなに焦らなくてもいいと思うので。で、デルフォニックスさんはカスタムロールバーンですね。そう、でもね、カスタムロールバーンの1個残念なところは、1日2回しか買うチャンスがなくて、しかも1回につき1個しか買えないんですよね。なんで、カスタムロールバーンあれ、本当は全種欲しいんですけど、今回の文具女子博、まあ、1日しか行かない人は、マックスで2冊までしか買えないんですよね。なんか、それを考えると、なんか、逆にさっき1番にこれカスタムロールバーン並ぶって言いましたけど、もうポップアップとかでその売られるすでにカスタムされたロールバーンに全振りしちゃってピンコイさんに先に行くとかっていう手もありですよね。ちょっと悩みます。これすごいずっと悩んでるんですよ。ね、マステ多いですよね。インク柄が今回だけの限定。あ、じゃあインク柄は買おう。インク柄ね。乙女印刷さん、インク柄。インク柄、OK。そう。で、あとデルフォニックスさんは、まあ、ノートと対になるブックマークですよね。ただね、今までの経験上、ブックマークね、なんか転売ヤーがいるのか何なのかわかんないんですけど、人気の柄のブックマークだけないとかってあるんですよね。ノートはそのカスタムされてるのがどんどん多分発行されるんで買えるんですけど、ブックマークだけは売り切れみたいな。そうだからね、早めに買わないといけないけどノートゲットできるか分かんないのにブックマークだけあっても困るしみたいなところで難しいんですよね。
そうで、あとねこのデルフォニックスさんの下敷き、ロール版用のその柄と対になってる下敷きが欲しいんですけど、下敷きってなんかある時とない時があるっぽくて、今回全く下敷きについて言われてないんで、あれば欲しいなって感じですね。ね、悩みますよね。そう1日ね、1回で全種買えるんだったらもちろんデルフォニックスさん一番に並ぶんですけど、1冊しか買えないんで、1回の並びでね。しかも1回しか並んじゃいけない一応決まりだし、多分数的にも無理だと思うんですよ、1回しか並べない実際。だからね悩みますよね。で次が六角さんさっき言ったカフェテディマスキングテープですね。でもねこれ1000円以上購入しないとクリアファイルもらえないんですよ、ノベルティ。だからノベルティをもらうために1000円以上購入するか、それともこのカフェテディマスキングテープすら諦めるかのどっちかだなと思ってます。転売ヤー嫌です。遠くから参加して買えないの辛いです。それね、まあ転売ヤー好きですっていう人多分いないと思いますよ、世の中に。もうこの転売ヤーに対してのね悩みはまあ尽きないですよね。まあ法律を犯してるわけじゃないのでね、どうしようもない、お店側もどうしようもないっていうのがまあ多分正直なところだと思います。もう嫌な気しかしないんですけどね。どこに行っても嫌ですね。デザフェスとかでもそうだし、もうイベントに行くたんびに転売ヤー嫌だなって思います。あとライブコマースね、ライブコマースも結構嫌だなって思います。どうなんだろう、今回文具女子博ってライブコマースは禁止してんのかな。デザフェス前回ね動画にもアップしてるんですけど、デザフェスはライブコマース全面禁止だったんですよ。で結構こわもてのね黒人の警備員みたいな方がライブコマース禁止って書いてある、英語と中国語と日本語で書いてあるプラカードを持って巡回してたんですよね。なんでライブコマースやってる人全然見なかったんですけど、これ禁止してないと多分文具女子博もやばいことになると思うんですよね、正直。尽きないよね。ね、本当に尽きないよね。いやそうなんですよね。なんで結構ライブコマースなんか転売ヤーもやばいと思うけど、転売ヤーは正直まあ個数制限すればあんだけ人いてまあ並び直すこと考えると買えない可能性も高いじゃないですか。まあバイト雇ったら別ですけど。だけどライブコマースは禁止してないとマジで迷惑だと思う。文具の博覧会とかでも結構ライブコマースされてる方いるんで。ライブコマースってこういうライブ配信をしながらその見てる視聴者さんがこれ欲しいって言ったらその分まとめて買うんですよ。要はネット販売状態。なんだろう、現地に代わりに行ってあげてよく言えばっていうか代行なんですけど、リアルタイム代行みたいな感じですね。そうだからなんて言うんだろう、ブースのテーブルとかにこう商品を全種類並べたりするんですよ。どれがいいみたいな。で欲しい人みたいな感じで募って、じゃあこれ10個みたいな、そういう感じのやつですね、ライブコマースって多分。私もそんなに詳しくは知らないんですけど、今まで8あったライブコマースされてる方のやり方とか見るとそんな感じっぽいです。ね、ハンコレ、そうね、ハンコレも今回問題になりましたからね、ハンコレもね。みんなポイポイカゴの中にもう商品も見ずにポンポン入れてごっそり持ってっちゃって、1日の初日の頭でなくなっちゃったっていうねブースありましたからね。いやいるんですよね。人を雇って転売用に購入するのやめて、そうなんですよね。いやなんか来れないいろんなね事情があって行きたいけど来れない人のための助けになるっていう捉え方もできなくはないっていうのは分かるんですけど、特に海外の方はねそりゃそうなんですけど、なんかやり方をもうちょっとスマートにしてほしいっていうか、他の人に少なくとも迷惑にならないようにはしてほしいなとは思いますね。やり方が横暴なんですよね。ちょっと言い方悪いですけど、
こうごっそり持っていっちゃうとか、他の人が見れないようにもうブースの机を占領しちゃうとか、あとはその要は買わない商品も全部こう机の上に出して並べたりするわけじゃないですか。だからそういうのが迷惑なんですよね。あ、こんばんは。素材博っていうのがあるの。へえ。素材博でもデザフェスでも中国の方。デザフェスいたんだ。なんか私は今回はね、全くデザフェスで、そのライブコマースされてる方は見なかったんで、ああ、平和だなとか思ってたんですけど、いや、まあ、いるところにはいますよね。そう。まあ、なんでね、ちょっと今回この文具女子博、ライブコマースとか禁止してる文言って見たことないんで、ちょっと今回要注意かもしれないですね。もしかしたら嫌な思いするかもしれない。よいしょ。そう。で、それから、スタンプスタンダードさんのところで、限定ワンポイントスタンプ。なんかね、ちっちゃな、スケジュール帳とかに押せるぐらいの、多分1センチ角のスタンプが363円で5種類ぐらいだったかな、売られてるんですけど、その中のね、該当のやつがすごい可愛かったので、あとね、商品購入でシールがもらえるんですよ、スタンプスタンダードさん。で、そのシールがね、めちゃくちゃ可愛い猫ちゃんのシールなんですよ。なんで、そのシール欲しさに何か買おうと思ってスタンプにしました。ノベルティ目当て。そう。ね、本当はね、スタンプスタンダードさんの箱に入ったハロウィンみたいなお化けとカウチと窓だったかなみたいな、そういうなんかすごいね、可愛い物語みたいな世界が押せるスタンプのセットがあって、それもすごい欲しい、前から気になってるんですけど、猫ちゃんのやつも確かあって、でもいいお値段するんですよね、ハンコセットって。そう、ハンコセットってね、セットになってるとだいたい3000円から4000円してちっちゃいやつでも。で、アリサンダー赤メガネさん、アリサンダー赤メガネさんみたいにこう、がっつりセットのやつとかだとマジ1万円ぐらいしちゃうんでね。箱は手出せないなと思ってね、今回はこのポイントスタンプにしました。水玉さんのロール付箋。あ、水玉さんね、なんかいっぱい売られるっぽいですよね、シリーズね。水玉さんのだってなんだっけ、デコラッシュとかも売られるっぽいですし、またね。大阪の文具女子博でそれっぽい人いました。ああ、そうなんですね。じゃあ、いるかもしれない。まあ、多分いますよ。すごい人来るわけですし、まあ絶対いると思う。ゼロってことはないと思う。ですよね。猫ちゃん、そう、猫ちゃんのステッカーかわいい。そうなんですよ。猫ちゃんのステッカーが欲しくて何か買おうと思ったきっかけって感じではありますね。そう。で、あと 3B さんのところでは、これね、買い逃してて買いたいなと思ってるエリックさんの日めくりカレンダー。で、本当は、オビワンさんの、私がね、最近動画でめちゃくちゃ紹介してるオビワンさんすごい好きで、オビワンさんの、シーリングスタンプのヘッドが単品で売られるんですよ、今回から。しかもそれ先行販売で売られるんですけど、それがね、すごい欲しいんですけど、他のところで買うとね、多分もうちょっとお安く買えるんですよ。ちょっとそれをね、知ってしまって、先行販売で普通に今後買えるんだったら、ここで買わなくてもいいかと思って、今回はちょっとなんかもう我慢して、一般販売を待とうかなと思っております。私も。猫ちゃんのステッカーね、あれ釣られますよね。ソカナさん予約受け付けてくれてて、福袋ね。福袋ですよね、多分これ。ソカナさんはね、福袋を事前予約で取り置きしといてくれるんですよね。なんでグラシン紙ね、売ってるお店屋さんなんですけど、ソカナさん。まあ、めちゃくちゃお得なんですよ、福袋とか。あと、バイキングもやられるんでね。今まではね、くじ引きとかで結構いいパックが当たったりしてたんですけど、今回福袋やってくれるんですけど、事前予約できるみたいなんで、グラシン紙いっぱい欲しいって方は事前予約しとくと楽々ゲットできますよ。そうなんですよね。なんで3B さんは、とりあえずエリックさんの日めくりカレンダーがあれば日めくりカレンダー買おうかなって思ってます。
そう本当はねシーリングスタンプ先行販売で早めにゲットしたいところではあるんですけど、まあやっぱりね予算ありきなんでね、安く買えるところを知ってるのであれば安く買いたい。そうなんですよ。そうだからまあ急ぐ必要ないかなと思って、今回ちょっとねオビワンさんのスタンプは、諦めようかなと思ってます。ただ現品は確認しようとは思ってます。どんな感じなのかなっていうのね、やっぱ実物が見れるって大きいじゃないですかね。で、次がうろことさん。さっき言ったやつですね。うろことさんは双心っていうカードが可愛かったんで、まあ見て実物も良さそうだったら買おうかなと思ってます。で、ここはインスタフォローでポストカードもらえますね。そう、さっきの 3B さんのところは1000円以上でハンカチがもらえるっぽいですよ。で、子供の顔さんはもう絶対欲しいのがスタンプパッドの抹茶パフェ。これは新色ですね。限定の。これもね、結構すぐなくなるんですよね。結構すぐなくなるんで、この新しいスタンプパッド狙ってる方は早めに行った方がいいかも。これもね結構転売ヤーがいるイメージありますね。メルカリですごい売られてる。高く2000円ぐらいで売られてる。2000円もっとかな。そうなんで欲しい方は早めに行った方がいいと思う。でこれに付随してる付随っていうか、そのなんて言うんだろう、同じシリーズとして「アイラブスタンプ」っていうシリーズのパフェっていうちょっと大きめのねパフェの絵柄のスタンプが売られるんですよ。それも買いたいなと思ってますね。715円ですね。そうでクリームソーダの時もなくなるの早かったですよね。多分今回の抹茶パフェも早いと思うんだよな。結構いい色合いだなって感じたんでね。ありえねえそう、あかねさんはブースで作家さんと話す時どんな話してるんですか？いや、それがですね、作家さんとお話しし始めたのってほんと最近で、もうそれまではめちゃくちゃ私陰キャなんで超口下手なんで、めちゃくちゃシャイなんですよ。人見知り超激しいタイプなんでなんで全然喋ったことなかったんです。そうで、特に文具女子博は全然作家さんとはお話ししてないですね。正直ブースに立ってらっしゃるのが作家さんだったってことを知らなかったです、最近まで売り子さんなんだと思ってました。そうだから文具女子、あとね、文具女子博の形上やっぱりそのお会計が一回ぽっきりなんで、とにかく早くブースを回ることを優先するタイプのイベントなんですよ、文具女子博って。もちろん回り方人それぞれだと思うんですけど、私は、与えられた1日っていう時間の限りがあるので、もう今日中に全部欲しいものを買わなきゃいけないっていう使命感にとらわれてるんでで買いたいもんねこんだけいっぱいあるんで、とにかく全部のブースを回りきれるかどうかの戦争なんですよね、自分との戦い。だから文具女子博ではほぼほぼ一切お店の人とは喋ってないですもうメモした商品を見つけたらそれを掴んで袋に入れて次のブースに行くっていう、それだけですね。喋るとしたらノベルティもらう時にこれもらえますかって聞いてるだけですねなんで紙博ですね、私が作家さんとお話しするのは。紙博は結構全部回った後にもう一回ブースに行って作家さんのブースが空いてたらYouTube やってますって自己紹介して、でファンですって言ってお話しする。で今までこういうの買いましたとか、この作品すごい好きですとか、これからも頑張ってくださいみたいなことしか言ってないですね。でも口下手なんで超当たり障りのないことしか言ってないですそう、使命感。そう、自分との戦いですよ、文具女子博は。そうなんです。なんかわかんない、超個人的な感覚ですけど、紙博の方がちょっとゆったりしてる空気感が流れてる気がする。なんかお裾分け交換ブースもあるじゃないですか。あとハンコの押し放題とか、なんかああいうイベントもある分、なんかこ
なんて言うんだろうな、なんとなくちょっとゆったりしてる感じがある。文具女子博はなんか難しいんですけど、私の中で結構文具女子博って企業感があるんですよね。企業感、本当にお店屋さんに行ってるような気持ちになるんです、文具女子博って。どっちかっていうとなんだろう、B2B の展示会みたいなぐらいのイメージ。それこそビッグサイトとかでやられるような、ああいうなんか本当に会社さんがいっぱい集まってるっていうイメージがあるんで、もう欲しいものを狙いに行くイベントっていうイメージですね。紙博はそのなんだろう、人との関わり合いがちょっと生まれるイメージがあります。なんとなくですけど。信じられない友達多そう。いやー、そんなことないんですよ。まあ基本ね、引きこもりなんで、動画やってなかったら、私家族以外と喋んないかもしれない。そう、だからこそね、私にとってこのね、動画はすごい、YouTube の活動がすごい私にとって人生の花なんですよね。この人生送ってる毎日の生活の中で花なんですよね。皆さんからコメントいただけるとすごいなんかこう皆さんとつながってるような気持ちになって、私はすごく好きなんです。それが私生かしてもらってるって思うんですよね。多分 YouTube やってなかったらマジで家の中で子供と主人としか喋ってないと思う。文具女子博はボランティアいないからかも。確かに全員スタッフですもんね。会社さんがやってますからね。日販さんでしたっけね。そう。だから、そういうちょっと空気感ありますよね。お話すごくうまいのに。いや、そんなことないですよ。お話大好きなんですけどね。喋るの大好きなんですけど、まあ、ね難しい。人間関係難しい。買う側も販売する側も皆さん必死な部分がいやまあね、多分会社さんがやってるからこそブース代とかも高そうですよね。ライブ配信、いやほんとね楽しいです。いやめちゃくちゃドキドキしてたんですよ。始まる前誰も来てくれないだろうなと思ってて、正直なんでもうね、特に深夜だし年末でもう今この時期めっちゃみんな忘年会行くじゃないですか。だから良くない時期にやっちゃったかなとか思って、誰も来なかったら一人で黙々とメモしてようかなとか思ってたんですけど、もう本当にたくさんの方来てくださってめっちゃ嬉しいですし、もうこうやってコメントでお話できてるのめちゃくちゃ楽しいですね。もう今私一人でめちゃくちゃテンション上がってます声が枯れるぐらいおしゃべりしててめっちゃ楽しいですよ。もうもう文具女子博行ったぐらいの気持ちになってますからね行き終わった後ぐらいのアドレナリン出てますからね。なんか営業さんとかしてたバリキャリ、全然です。私英語の先生やってるんですよ。で今子供がねちっちゃいんで今休職中なんですけど、自分で個人でね生徒さんを持って英語の教室をやってるっていうお仕事してたので、全然営業とかできないです生徒さんとかも人づてでこう先生やってくれる人がいるよっていう感じで紹介して、生徒さんを紹介してもらってっていう感じだったんで、もう全然売り込み下手くそなんです。お金の話をするのがすごい苦手なんですよね。こう無償で教えたくなっちゃうんですよでもそれだと立ち行かなくなるんで、あかねさんとリアルタイムにお話できて嬉しいです。いや嬉しいです。ありがとうございます。私も嬉しいです。皆さんとこうやってお話できて、いつもねやっぱ動画だとコメントはねリアルタイムではないので、それでもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、やっぱねこうより嬉しいですよね、リアルタイムね。文具女子博終わった後にもライブ配信で購入品紹介してほしいし、何買ったか話したい。そこ悩みどころですね。動画にしたいんですよ。やっぱライブ配信だとこう生でね聞ける人と聞けない人出てきちゃうじゃないですか。動画だったらねいつ見ていただいてもいいので、なので購入品紹介はやっぱ動画になっちゃうかなとは思います。
まあでもまたね、なんか別の機会でこのライブ配信はしたいですよね。ライブ楽しいです。嬉しいです。ありがとうございます。皆さんグッド評価お願いしますね、まだの方。あと、よかったら、もしまだの方いたらチャンネル登録ぜひお願いします。文具のね、イベントとか、まああとこれからはね、コラージュとかもやっていきたい、もっともっとやっていきたいなと思ってるんでね、ぜひぜひ今のうちにフォローしておいてください。まだ子さん名乗れますからね、全然。これから大きくなりたい大きいチャンネルになりたいと思って頑張っております。で、もう全然進まない楽しすぎて。次がね、IC さん。そう、これめちゃくちゃ気になってるんです。IC さんの、これ数量限定って書いてある、手書き時間のミニインクセットですね。フルサイズの方は数量限定じゃないっぽいんですけど、この全部の色が入って特別な限定ボックスに入ってるミニインクセットが出るんですよ。くすみカラーのミルキーっぽいやつですね。そうすごい可愛い色だしいいなと思ってて、でしかもお値段もね何色入ってたかな、56色ぐらい入ってて3080円。これ載ってるかな、 IC さん載ってそうですよね。あから始まるから一番最初かな。あるこれですね。 IC 手書き時間インク、めっちゃ可愛くないですかこの色。そうこれフルサイズかな。白いね、確か箔押しされてたロゴが箔押しされてたような白いボックスにね、これ全色入ってるっぽいんですよね、多分。それが3080円でめっちゃ欲しいと思って、まあ多分ミニインクなんで入ってて5ミリとか10ミリとかなのかなとは思ってるんですけど、まあでもインクねめっちゃ私も買っちゃってるんですけど、正直そこまでドバドバ使えないじゃないですか。だからミニインクセットでいっぱい色ある方がいいなと思ってめっちゃ気になってますね、この3080円の。これは絶対ゲットしたい。動画でもライブでも見ます。ありがとうございます。嬉しい。こんな私がコメントしていいかわからなくていつもコメントしてなかったのですが、動画にもコメントしますね。ぜひもうこんな私とか言わないでください。素晴らしい私ですよもうコメントしてくださる方はみんな神様ですから、私にとってありがとうございます。本当にコメント数とかもね、本当に動画の評価にも影響するんで、皆さんコメントしてくれると本当に私の励みになるんですよ。マジ頑張ろうって毎回思わせていただいております。私もいいなと思いました。このミニインクセットですよね。そうこれいいですよね。これちょっとね気になってますね。色がねやっぱ他のとあんまり被んない感じ、持ってるやつともあんま被んないのでいいなと思ってます。はじめましてコメントしたことないのですが、子さんになりたいのでコメントいただきます。ぐーいい心構えだと思います何様だってかねもう全然子さんですよ、まだまだ。もうありがとうございます。嬉しい、超嬉しい。そうだからね、このインクセットおすすめしたいんですけど、数量限定だから私はゲットしますよとかね、でもこれやっぱ早く行かないとやばいかな。結構ねツイッターでもびっくり、私の初めてのスパチャです。ありがとうございます。そうか、これスパチャ送れるのか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。何回も言いますよ。ありがとうございます。これあれですよ、このチャンネルこのライブ初噛みすぎ初スパチャですよ。ありがとうございます。記念すべき初スパチャ。わー嬉しい。ありがとうございます。本当にコーヒー飲めるじゃん。いや横浜ね、あれ待ってる間絶対寒いと思うんですよ。この320円で美味しいコーヒーを飲ませていただきたいと思いますありがとうございます。そうね、これ結構早めに行かないとやばいかもしれないですよね。結構ね他の YouTuber さんでもねこれ狙ってるっぽいこと言ってた方いたんですよね。そうなんです、さっき気づいたらありがとうございます。パチパチパチ嬉しい、ありがとうございます。いやーこれちょっと優先順位上げないとダメかもしれないですね。で次がねこれ丸マンさんね。そうミニノートガチャ、これねコンプしたいんですよ。
5種類あったのかな。だからかける5って書いてあるんですけど、まあで多分ね個数制限で1回か1人5回までしかね 5個までしか買えないと思います。多分アクリルチャームの時に個数制限あったんですよね。なんで多分ミニミニノートガチャも個数制限あると思うんですよね。なんで私多分5回って書いたなと思います。もしもっと買えたら買っちゃうかな。でもなこれもな10個買ったら5000円ですもんね。5個かな。5個でどれぐらいかぶらず引けるか挑戦ですね。これ動画で開封する予定なんでね、ドキドキしましょう一緒に。そうこれめちゃくちゃ可愛かった。しかもどれも可愛かったんですよ。さすがマルマンさんですよね。マルマンさんの現行商品がもうそのまんまミニチュアになってる感じなんですよね。そうこれは絶対欲しい。多分数的になくなるみたいなことはない空っぽになっちゃうみたいなことはないと思うんですけどね、欲しい。あとクレイタケさん、そうクレイタケさんね、これもね私結構狙ってます。この空っぽペンのミリ芯と斜め芯がこれ多分これどっちもじゃあ違うな。これミリ芯5本と斜め芯5本のセットだと思います。多分それぞれ違うパックっていう意味でね、ミリ芯のパックと斜め芯のパックだったと思います確か。で5本ずつ入ってる。それが、1パック1100円ってことだと思います。これちょっと私も忘れちゃったな。これでも多分そうだと思います。これすごい気になってますね。ずーっとね空っぽペン気になってたんですけど、ペン先がねマーカー系とあと筆でしたっけでって思ってたんですよ。今回これミリ芯と斜め芯めっちゃいいじゃんと思ってね、これ狙ってますね。あ、こんばんは。今来ました。ライブ配信ありがとうございます。いや、こちらこそ来てくださってありがとうございます。こんな深夜なのに。皆さん大丈夫ですか？もう1時ですよ。そっか、11時から始めてるから、2時間喋ってる私。まだ全然喋れるんだけど、私。子供たちがぐっすり寝てくれているので喋れてます。なかなかねこんな夜遅くにねこう皆さんと一緒にお話しする機会ないんでめちゃくちゃ楽しいんです今。皆さんでもあれですよ、体調優先で明日お仕事ある方とかね途中離脱大丈夫なんでね気兼ねなく寝てくださいね。そうガチャはワクワクしちゃいますよね。ついつい買っちゃう。そうコメントでもね以前いただいてるんですけど、ガチャ系って絶対2回で1セットなんですよね。2個は絶対買うみたいな。先日あかねさんのところから来ましたとコメントくれた方いらっしゃいました。あ、そうなんですね。横のつながり嬉しいなと思ったひとときでした。よかったね。皆さん結構コメント欄も見てくださってるんですね。ライブ配信今気づきました。嬉しい。ありがとうございます。来てくださって。イエーイ。初ライブです。ね。いや、嬉しいな。もう、今日は私幸せです。もうなんか、一足先に皆さんからクリスマスプレゼントをもらっちゃったような、なんかどうしよう。ちょっとうるっとしてきちゃった。めちゃくちゃ嬉しい。いや、ほんと一人ぼっちで喋り続けるのかなとか思って、なんか10分ぐらいで心折れて終わっちゃうかもしれないと思ってたんで。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そしてね、やばいな。鼻水出ちゃうよ。ありがとうございます。文具代にはなりますよ。なりますよ。320円。超貴重な。320円でさっきの、あれじゃない？スタンプ買えちゃうんじゃない？もうほとんどスタンプ買えますよ。ワンポイントスタンプ。ありがとうございます。コーヒー豪華にしてください。ありがとうございます。いや皆さん無理しないでくださいね。本当にありがとうございます。ナイススパチャ。いやもう皆さんに私を泣かせに来ました。やばいよ。ありがとうございます本当に。そう次がね、めちゃくちゃ長い名前のブースさんですね。でもこのブースさんめっちゃ常連ですもんね。株式会社日本能率協会マネジメントセンターさんね。ナイスパです。ナイスパです。イエーイね。もう本当にありがとうございます。いやもうどうしよう、コーヒーでお腹タプタプになっちゃう。いや文具に回させていただきますよ。ありがとうございます。しっかりそのお金で文具買います。
なんかわかんないけど私も泣きそう。いやもうね、いやこんなに楽しい配信になるとはもう思わなかった。皆さんのおかげさまでございます。本当にありがとうございます。あかねさんの配信のおかげで自分時間が楽しくなってます。いやもうみんな泣かしに来てる。やばい。ちょっと待って、皆さん泣かせに来てるね。ちょっと待って。いやめっちゃ嬉しいですね、本当に。いや頑張ろう、これからも頑張ります。私もう皆さんに楽しいとか役に立つと思ってもらえる動画とかね、配信できるように頑張ります。いや本当にありがとうございます。いやでこのマネジメントセンターさんは、ペイジャムのねマスキングテープちょっと待って泣かせたいのでスパチャ500円もありがとうございます。いやちょっとやばいよ。500円でミニミニノートガチャ1個買えますからね。いやありがとうございます。泣かせない皆さんもちょっともう泣くと鼻水も一緒に出ちゃうね。鼻詰まっちゃうから。あかねさんはどの回参戦ですか？日にちのことかな？通常の初日なんで14か。14と15の2日間行く予定です。いやーちょっと待ってね。いやーやばい心拍数が上がっちゃう。ありがとうございます。本当に皆さん本当でも無理しないでくださいね。もう本当に皆さんも文具買うんだから。そうですよ、皆さんも文具買うんだから。ありがとうございます。そう私は初日と2日目ですね。本当はねプレミア行きたかったんですけどね、どうしてもちょっと水曜日はね行けなくて、木金ですね、木金の2日間参戦しようと思ってます。ただね金曜日は冒頭でも言ったんですけど、子供をちょっとねお外で預けなきゃいけないのでもう本当に動画撮影のための一日かなっていう感じですね。あとは買い逃したもののワンチャンスがあればっていうぐらいの感じですね。なので私の戦争は初日の14日ですね。残念、会いたかった。いやでもね、そう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど、多分ね文具女子博での私には会わない方がいいと思います。本当に多分殺気立ってる。もう本当にこの日に絶対ゲットしなきゃいけないっていうなんだろう、タイムリミットがあるんで、私の中でねもう絶対この日こう子供を預かってもらってるからこそこう自分の使命をまるっと果たさなきゃっていう本当に使命感で動いてるんで、多分ね申し訳ないことになっちゃうと思うんですよ。なんでねすごい会いたいって思ってくださる気持ちめちゃくちゃ嬉しいんです。私も会いたいんですよ皆さんに。だけどこの文具女子博で会うことはおすすめしないです。待ってね、こんばんは、はじめまして、はじめまして、ようこそ、八代あかねと申します。文具女子博に初めて行くのですが、皆さん何時頃から並ぶ予定でしょうかね。そこ気になりますよね。どれぐらい前に待機しますか？私は多分始発で行きます。特に1日目は。2日目はね子供を預けられる開始の時間が決まってるのでもう開場した後に行くんですけど、だからこそね1日目は多分私始発で行きます。皆さんはどうなんだろう。私もちょっと知りたいかも。ピリついてる？そうですね。いやもちろんね皆さんが声かけてくださることがもしあればにこやかに対応したいと思ってはいるんですけど、いかんせんやっぱ時間との戦いの部分あるじゃないですか。なんでもしてかどうだろう、私のこと見つけられますかねそもそも。多分それ結構すごい難易度高いとは思うんですけど、もしもしかしたらやつじゃねって思って声かけてくれようとする方がもしいる場合は帰り際の方がいいかも。
多分私初日は最後までいると思うんですよ。集会場なんていうの、平常5時かな、5時までいると思うんですよね。なんで出待ちしといていただければまあでも多分見つからないから、まあでもそうね、でも始発で行くって言っちゃったんで、多分先頭集団に並んでる私どっかにいます。先頭集団の中にいますね、多分。わかんない。それかもしかしたらもうそれこそ横浜の近くに住んでる方とか始発より前から並ぶかもしれないんでちょっとわかんないんですけど、ちなみにね、前回の2022の時、冬ですね、冬の時は私は8時に並んだんですよ。流通センターに8時に行きました。それで先頭でしたね。そう、行った時誰もいなくてどこに並ぶのかもわからなくてしかも雨の中でっていう感じですごい困ったんですけど先頭でしたね。声でわかる。あーそっか、確かに私も必死になっちゃうタイプで、いやみんなそうだと思いますよ。こういうイベント、やっぱ入場料も払ってるし、限られた時間の中でその日しか行けない人もいるわけじゃないですか。てかそういう人が大半じゃないですか。そうするとやっぱ皆さんこう会場してから自分のお目当て変えるまでは皆さん戦争だと思うのでね、もし声かけてくださる優しい方がいるんだったらば出待ちしといていただければなと思いますそしたらね、にこやかに対応できるのでね私もね、皆さんに会いたいっていう気持ちはすごくあるんですよ。だからまたね、いつかね、私が事務所とかに所属できるぐらい大きくなったらオフ会とかもしたいなとは思ってはいるんですけどね。1時間前じゃ遅くはないですよ。だから何を狙ってるかじゃないですかね。だから例えばカスタムロールバーを狙ってる、パラグラスさんのグラスペンを狙ってる、あとはピンコイの40個しかない限定狙ってるとか、そういう個数制限があるみたいな数量限定の激戦区を狙うのであれば1時間前じゃちょっと無理かもしれないですね。前回のね感覚で行くと雨が降ってても1時間前だと多分300人ぐらい並んでたのかな。そんなことないかな。ちょっとねこう蛇行するんでね、列がね何人かってパッと見全然わかんないんですけど、でも300人ぐらいいた気がしますね。結構長蛇の列でしたね。もうね8から9時到着では遅いですかね。いやでもだから私2022年の時は8時に着いたんですよ。始発で出て8時に着いた感じだったんで、だから多分今回の私横浜も行くのにだから1時間ちょいかかるんで、始発で出ても多分7時半とかかな、会場着くのは。7時とか7時半ぐらいに着くかなぐらいだと思うんで、8時9時は多分全然大丈夫だと思いますよ。そうね、多分大丈夫だと思う。断言はできないですけどね、私も参加者の一人なんでプレミアムの午後からなんだけど何時ぐらいから並ぶんだろう。プレミアムの午後からだったら、前回の時は私午前だったんですよ。プレミアム参加したんですけど、その時はだから朝8時から並んで一番先頭でしたけど、でもその後やっぱ続々と並んでったんで、朝からの時はね早く行かなきゃいけないんですけど、午後はねでも午前の人たちが入場しきったらもうすでに並んでる人がいたぐらいですね、午後の人たちだから。10時開演かな。ちょっと前回の開演時間忘れましたけど 10時開演だったとしたら10時か11時どっちだったかな。開演して多分1時間ぐらいははけるのに時間かかったと思うので、会場から1時間後ぐらいからみんな並び始めた感じですかね、午後の人たちは。でもやっぱ午後の方はスタンバってる人が多いと思います。先頭に並ぶべくね。そう、始発ですか、すごいですね。
いやでもね結構いましたよ始発。私が行った時はまだ先頭だと思いましたけど、その後でも結構続々と来る感じだったんで、多分ね1時間前に1時間前じゃないや2時間待ちぐらいの人が一番多いかな。早めのやつを狙ってる人はね、並び始めるのが。始発で来る人はガチ勢で2時間前ぐらいから並び始める人がちょっと頑張る人って感じ。1時間前から並び始める人は変えても変えなくてもいいかなぐらいの気持ちで並んでるのかなみたいなイメージです、私の中ではね。で戦闘すごい。いや私もね戦闘かと思いましたね。ちょっと興奮しました。私もプレミアムタイムの5時半なんです。そうなんですね。そうか5時半とかか。時間に余裕があるんだったら多分2個前ぐらいのところからもう様子を見に行っといた方がいいかもしれないですね。どうしても欲しいものがある場合はですけどね。7時到着では遅いかしら。朝7時？いや全然大丈夫だと思いますよ。7時は全然始発並みですよ。だってほら私はだから始発で出ても1時間以上かかるんで到着するまでに。なんで7時到着は全然大丈夫じゃないかな。だって会場10時ですよね。だから全然大丈夫だと思います。むしろ先頭集団かなって感じですね多分。文具女子博行ってみたいな。いやぜひ機会があれば。めちゃくちゃアドレナリン出ますよでお財布は空っぽになります。一人で行くのでお手洗い事情が心配。私も同じくです。一人で行くんで毎回心配してるんですけど、結構ね一人で来る方多いので、私はいつもやってるのはお隣運命的にお隣に並んだ方にすいませんお一人ですかって聞いて、一人ですって言われたらよかったらトイレ番お互いしませんかって声かけてます。そうだからそこでお友達になっちゃいます戦争が始まる前のお友達ですけどね限定お友達ですけど。そうでもそうするといろんなやっぱ同じね文具が好きな人で集まってるんで仲良くなって待ち時間がすごく短く感じますでお互いトイレの心配もなくなるんですごくね安心できますよわかります。一人で並ぶのでねトイレは私もいつもねドキドキしてます。そうだ一番困るのは一人で来て隣に並ぶのがなんか3人組とかだったりすると声かけにくいですよね。でも皆さん結構この文具界隈でイベントに来てる方、今まで見てる感じだと皆さん優しい方多いんで、ちょっとトイレ行ってもいいですかって声かければちゃんと順番取っといてくれることが多いですよ。紙箔とかでもそうですし、皆さんやっぱ同じ心配あるはずなんでね、自分がトイレ行く時に場所取られてたら嫌じゃないですか。だから多分皆さん優しいと思います。結構並んでた。そうこういうの嫌がられるの分かってるけど私のチャンネルも覗いていただけると嬉しいななんてまた機会があれば遊びに行きますね。そんなに早くから並ぶのか。いやそうですよ。皆さんやっぱ欲しいものがこの限定の方は本気度でかなりやっぱ早い人は早いですね。でも私の印象的にはやっぱり一番っていうかその先頭集団に並んでる人たちってそのパラグラスさんのガラスペンを狙ってる方かロルバーンを狙ってる方が大半ですね。もう本当に2つ手に分かれるような感じでした。余白さんに並ぶ人たちもどっちかっていうとロルバーンでカスタムロルバーンやった後にすぐに2番目として余白さんに並ぶみたいな方が多い印象だったんで、カスタムロルバーン今までの感じだとカスタムロルバーンとパラグラスさん狙ってなければ
先頭集団じゃなくてもまあ買えるのかなっていうところではあります。ただ今回そのピンコイさんちょっと気になりますよね。40個しかないのかっていうところがあるんで、あとはピンコイさんどれぐらい知名度あるかですね。会場数分でカスタムロール版、そう本当に早い時はね本当に10分とかで10分も持たないで終了しますからね、カスタムロール版ね。前後の人と挨拶してトイレ行ってる間列の場所とねですよね。いや皆さん同じやっぱ心配してると思うんでね、意地悪する人はいないと思いますよ。文具好きに意地悪な人はいないはず。声掛け大事。そう皆さん同じ不安持ってるはずなんでね、大丈夫だと思います。そうお互い様ですよ。お互いだから助け合ってくれる。戦争前の友達。そういやそうなんですよ。もう会場と同時にじゃあお互い頑張りましょうっつって解散するんでねそこからは戦争ですから北海道済みなので文具女子博憧れますね。結構ねインスタライブ文具女子博さんのね公式のインスタライブとか見てても北海道済みなんで北海道来てくださいって言ってる方何人か見たことあるんで、ラブコールいっぱい送ることをおすすめします絶対ね需要あると思うんでね、そのうちでも行くんじゃないかな。結構いろんなところで最近ねやり始めてるんでね。何それ、大福食べるとトイレ遠くなる？本当ですかでも朝から大福重いですよねそう会場と同時に解散っつって、そうです、お互い頑張りましょうっつって解散ですよそうでもね大体やっぱその先頭に並んでる方皆さんカスタムロールバーンに行かれる方も多いんで、カスタムロールバーンですかとか言ってそうですって言ったらカスタムロールバーンのところまでは一緒に行ったりしますねこっちですとか言ってそこまで仲良くやって、でカスタムロールバーンを無事お互いやり終わったらじゃあお互い楽しみましょうっつって解散しますねそうですね。いや今回ピンコイさんがちょっと私の中では怖いですね。どんぐらいなのかな。いやロールバーンも悩みますね。ロールバーン欲しいけど、そのポップアップでねすでにカスタムされてるロールバーン売られる、十中八九売られるじゃないですか。それを考えるとどっちを優先するべきかってちょっとね悩みますね。会場でまた会いました。その方といやあります私もありますよ。じゃあ頑張りましょうって言ってまたちょっとしばらくしたらどうもとか言ってねお辞儀してすれ違うんですよありますよね前回のとこでもピンコイさん出てたけどそうなんですよ。まだ東京方面で一回もピンコイさん出てなくて今回初めてなんですよね。で大阪だったっけ、前回のね別の地方の方でやられた時にピンコイさん出てておーって思ったんですよ。そうだから今回東京の方でも一回やったっけピンコイさん。ちょっとうろ覚えになっちゃった。そうでも今回限定のカン魅力的ですもんね。いやでも絶対狙ってる人はもう真っ先に行くんだろうなとは思いますやっぱ。いやでちょっと戻りますけど、そうマネジメントセンターさんね、このペイジャムのマスキングテープセットなんかインスタライブ見たんですよ、このマネジメントセンターさんの。でキャンディーみたいな感じで4巻だったかな、4巻新作のマステが、セットになってるやつと、あともう1個あったかな、3巻か4巻かなんかね2種類あったんですよ確か。その包みになってるやつがね、それが両方とも1個が1540円でもう1個が1430円。多分1個が 4本入っててもう1個が3本入ってるやつですね。そうだ、カレルチャペックさんとコラボの3本セットと違うとペイジャム
の猫のやつが入ってる、猫のマステが入ってる4巻セットの2種類だったかなと思います。確か。そう。このマスキングテープは狙ってますね。あ、狙ってます？あ、ピンコイさん狙ってる？ね、東京ではやっぱ初ですよね。そうなんですよね。ピンコイさん絶対激戦だと思うんだよな。いや、ピンコイさん優先にするべきかな。悩みますね、めちゃくちゃ。いや、私、カンカンの値段わかんないからな。本当にね、カンカンの値段が分かってたら、もっとスッキリしてるんですけどね。大阪はクリームさんの福袋は影も形もなかったです。あ、そうなんですね。いや、絶対そうですよね。だって、クリームピーチさんと、ファラさんは、ピンコイの中でも、ピンコイの韓国人物ステッカー界隈の中でも、二大巨頭ですもんね。あと、黒いたぬきさんね。絶対人気な作家さんじゃないですか。いやー、これはロルバーンよりもピンコイさんかな。カンカンの値段知りたすぎる。あかねさん、現場カメラは何ですか？動画を撮るカメラってことですか？ iPhone です。そう、今このインスタライブも、インスタじゃない、どうした今この YouTube ライブも iPhone でやってます。私の撮影カメラは全部 iPhone です。そう、人気作家さん、クリームピーチさんとファラさんね。どこだっけあ、そうそう。で、マネージメントセンターさんはシールが SNS フォローでもらえます。このシールがね、結構優秀だったんですよ。あ、そう。なんか間違えた文字を消せるっていうか、間違えた文字の上に、こう、隠す、隠蔽シールって言われてましたね、そういえば。そう。シールで。結構1枚のしっかりとしたシールシートをもらえるっぽかったんでね。しかもこれ SNS フォローだけですね。なんで、ノベルティとしては結構優秀かも。で、前のファラさんのカンカンはいくら？前も売られてたんですか？ファラさんのカンカン。クリスマスのやつは6600円でしたよ、今さっき調べたら。やっぱりピンコイ。ピンコイさん、ここに今来てくださってる方、ピンコイさん。もうこれで40人いくんじゃないここに今ライブ見に来てくれてる方で40人いくんじゃないの？ピンコイさんのカンカン狙ってる人そんなことはないか。でも半分ぐらいいっちゃうかもしれない。いや、40個って少ないですよね。40個ってだってほんと少ないですよね。多分カスタムロールバーンより少ないんじゃない？数多分瞬殺だろうな。いや、これはカスタムロールバーンちょっと諦めるか。福袋でも多分瞬殺ですもんね。毎回40個。いや、わかんないですね。その日40個だったらプレミアタイムの時やばいですね。さっき見た中に書いてあったかな。インスタだったよね。消しちゃったな。ちょっと待ってくださいね。今調べてみますね。いや、ピンコイさん結構激戦ですね。ピンコイさん。各回なのか、それとも1日限定なのかってことですよね。1日です。1日限定40個って書いてあります。ここ。1日40個限定販売。お一人様1点限り。これ、プレミアムも40個限定1日なのかな。だったら一番最初の時間じゃないと絶対買えないですよね。100% 買えないですよね。多分。1日40個はもう無理だよ。クリスマス感が、6650円ですね。
クリスマス缶が一応ピンコイさんで、あ、消えちゃった。ちょっと待ってね。これピンコイさんのウェブショップで売られてるのが正規価格が6650円なんですよ。なんかこれねバグでドルマークになってるんですけど、これ円です。6650円なんですけど、ピンコイさんだとあれですね、20%オフで今買えますよ。これクリスマス限定缶はね、5320円カートに入れる。だからこれ在庫あるんですね。復活したんですね。最終入荷分、最後のチャンスですよ。クリスマス缶狙ってる方、ピンコイで買った方が絶対お得です。20%オフで絶対買えるんで今。そうだからロルバーンは午後もあるから。あ、そうですよね。ただ私ロルバーンの午後っていつやられたか全然わかんないんですよ。まあ他のブース回ってるからっていうのはもちろんあるんですけど、なんか絶対逃しちゃう予感しかしないそうね。ロルバン、あと絶対待機組いそうじゃないですか。まあ絶対ブースの周りで待機されてますよね。今回入場が分かれていないから1日での制限なんですかね。プレミアは分かれてますよね、時間。13日 ?13 日は時間分かれてますよね。だから14日と14日以降は多分そうですね、分かれてないから1日での制限なんだと思うんですけど、プレミアに行く方はプレミアタイム以外は14時から。これはピンコイさんの公式さんに時間が書いてあった。この14時っていうのはロルバーン違う待ってね。売り手としては0個は NG っておっしゃってたので、プレミアは分けるのかな。そうですよね。分けてくれないと苦情来そうですよねSNS 見る習慣がないので最新情報疎いですいやもう今はね情報社会ですよSNS からしかむしろ情報をゲットしてない。もう最近ニュースとかでさえネットでしか見ないですもん。テレビ全然見なくなっちゃったな。ロルバンありがとうございます。そっか、ロルバン2時からか。よし、じゃあ2時ぐらいに2時ちょっと前ぐらいからやっぱスタンバっとくしかないですね午後配布ね。でも午後の方が激戦な気がする。皆さん入場できてるんでね。どうだろう。1日2冊欲しい方も絶対いるじゃないですか。ロルバーンなんてあれ絶対全種類欲しい人は欲しいだろうし、ロルバーンはなんかほんとコレクションですよね、もはやねいやそうカンカンいやそうで、しかもさっきね言ってたんですけど、このピンコイのねこのファラさんのカンカンはこれクリスマスバージョンが6650円ですけど、横浜限定のカンカンの方が中身がより多そうだったんですよね。わかんないですけど、だからもしかしたら6000円以上な気がするっていうさっきね話をしてましたもんね。どうなんだろうね本当に。そうね、ロールバーンの午後2時からですね。じゃああれかな、ピンコイさん行ってから午後のロルバーンにかけようかな。いや2時あたりにロルバーンのデルフォニックスの付近でスタンバってる人がいたら私の可能性があります多分まだ殺気立ってるんでこっそり見守っててくださいで次がねこの新しいこれ新しく参加される方ですね。猫とさんはねニャンフェスに出展されてたことがあって、動画にもしてて私購入品紹介もしてるんですけど、1回目のニャンフェスの時に出展されてました猫とさん。すごい可愛い猫のね養生テープとかマステとか売られてる作家さんブースで、ニャンフェスの時はねこの養生テープとマステのバイキングをやられてたんですよ。何個買って1000円みたいなね。
なんでそのバイキングがやられてたら買おうかなって思ってます。単品だとね多分800円とかするんですよ。でもなんかそのバイキングだったら2つで1000円とかなんかそういう感じだったのでお安かったんですよね。なんでそれを知ってしまってる分ちょっとお得になってなかったら手が出せないなってちょっと思ってます。さっきだったあかねさんにやめといた方がいいと思いますよやめといた方がいいと思いますよおすすめしないもう余裕なさすぎてピリピリしてるかもしれない後悔すると思いますもうにこやかに会いたいじゃないですかそうでもねこの猫とさんはね2個以上買うとねステッカーもらえるっぽいんですよね。ちなみにねまあ一回ね動画でご紹介してるんであれなんですけど、猫とさんのねマスキングテープこんな感じ、めっちゃ可愛い。猫好きさんは超おすすめですよ。これ猫ちゃんのお腹伸びてるマスキングテープとか、あとこのなんかね切手っぽい柄の猫ちゃんのやつとか、あとこのなんかランドリーとか注意書きみたいなやつですね。でも全部猫の柄です。これがね養生テープ、こんなフラジャイルって書いてある。全部猫ちゃん可愛いですよね。そうお値段はここには書いてないか。でも確かね800円とかそんなんだったと思います。そうだからバイキングやってる時の方がお安くゲットはできるんですよね。ね、猫ちゃんマステ可愛いですよねそう猫好きさんはね覗いてみるだけでもいいと思いますよ。猫とさんまあ覗いたら多分買っちゃうと思うんですけどそうであとはねパイロットさんで、ペンとねマステのマルシェをやるらしくて、いつもマークスさん確かマークスさんとのコラボマルシェだったと思う。マークスさんのマステとあとパイロットさんのペンを選べるマルシェがあるっぽくて、ちょっとモコモコ登場そうなんでそれやりたいなと思ってますね。マークスさんだってるよね。そうなんですよ。ちょっとこれ気になってますね。ただ値段とか全く書いてなかったしラインナップも書かれてなかったのでちょっとそこら辺謎なんですけど、まあ今までのマークスさんのマステのマルシェの感覚でいくとまあ絶対お得、単品で買うよりはお得なんで見る価値はあると思います。あと限定書くのがめちゃくちゃ可愛かったんですよね。この今回のねビジュアルのイメージのテーマのイメージのね限定書くのだったと思うんですけど、すごい可愛くて、ただねペンこれ以上増やしてどうするって思ってる自分がいるのでまだ桜マークになってないっていう状態ですであとバンデさん550円嘘550円だった。猫とさんそれともペンとマステのマルシェどっちだ。猫とさんかな。550円だったら2個買って1000円安くなってないですね。3つ買って1000円だったのかな。とりあえずね私がその前回ニャンフェスでやった時はこのバイキングが圧倒的に安かったんですよ。マルシェねペンとマステのマルシェ550円なんですか。絶対いいじゃん。何個選べんのか分かんないですけどいいじゃないいいじゃないね。これはそうペンとマステは増えるもん。そうなんですよ。増殖していくんですよねそうなんでこのマルシェはでもマルシェ毎回人気なんでね、マークスさんのマステマルシェもねいつも人だかりになってるんででもそんなに急がなくても大丈夫だとは思います。このマルシェ系はね量はいっぱいあるんで。あとバンデさんのなんかバンデスティックっていう長めのマステなのかな。それかバンデスティックってあれかいつも筒に入ってるやつかな。こういうやつですね。ちょっと待ってね。よいしょ。
これバンデスティック、あ、これだ、バンデスティック、こういうやつですね。このプラスチックのケースに入ってるこの何本かセットのやつ、これの新作が出て、それがね、アンティークマンションっていうシリーズがあるんですよ。それがめちゃくちゃ可愛くて狙ってます。アンティークマンション、それは買おうと思ってますね。結構このバンデさんのね、バンデスティックは集めちゃってますね。でもね、プラスチックのケースを開けれないあれは全部綺麗に揃ってるのが可愛くてあ、アリスも可愛いですよね。そう、マルシェね、お手頃ですよね。そうそう、アリスもね、すごい可愛い箱入りのやつがありますよね。めっちゃ可愛いんですけど、ちょっと予算的に何か1個買うとしたらと思ってアンティークマンションを一番に選んでます。で、あとこのフーローさん、フーローでいいのかな、フーローさんはシーリングガチャ。これはね、紙博でもやられてたんですよ、確か。シーリングガチャでやろうと思って行ったらもう売り切れてて、やれなかった念が残ってるんですよそう、保存用と使用用、いや、そうなんですよね。マステね、もったいない病になるとね、2個ずつ買わないと使えなくなっちゃって、でもね、私はそこからね、今脱却しようとしてますから。そう、動画でね、皆さんにご紹介するために頑張って開けれるようにしてますから。でも多分このバンデスティックは表からご紹介すると思うしばらくは眺めさせていただきたい。いや、で、そう、シーリングガチャね。500円で、これ4回引くつもりですね、自分ね。500円で1回ガチャ引けるんですけど、なんかシーリングスタンプのワックスビーズが入ってるか、シーリングスタンプヘッドが入ってる。当たりだと多分シーリングスタンプヘッドが入ってるんですよね。そう。なので、マステ沼。もうズブズブですよ。いや、そう。なんでこのガチャはやってみたいなと思ってたんで、今回は引きたい。でもこれ多分早めになくなると思いますね。前回の紙博の感じ見てると多分すぐなくなる。ただ紙博と文具女子博両方行って初めて知ったんですけど、結構意外と紙博と文具女子博ってこう来てる方の好みの層が違うんだなって思いましたね。だからこう並ぶブースが違うんですよ、紙博と文具女子博では。その人気のブースに差があるんですよね。文具女子博だったら激戦区なのが、紙博だと意外と空いてたりとか、その逆もしかりで、だから同じ文具好きでもこう紙博に来る人と文具女子博に来る人ってタイプがちょっと違うんだなっていうのは感じました。面白いですよね。そうなんでね、紙博ではこの風浪さんはめちゃくちゃ人気だったっぽくて、ガチャはすぐなくなってたんですよ。けど文具女子博がどうかは分かんないけど、私は引きたいから早めに行くつもりですで、あとはプラスラボさんではもったいないハンコセット、なんかね B 品のハンコが入ってるお得セットみたいな感じで、クラフト紙かなの紙の歯切れと、あとハンコが2個入ってるセットで、それがちっちゃなトートバッグみたいなのに入ってるみたいな。1815円だったみたいです。インスタフォローで玉ひもシールもらえます。これなんか玉ひもシール可愛かったですよそうなんで、このもったいないハンコセットは気になってるんですけど、ただこのねプラスラボさんのこのもったいない福袋シリーズは今まで文具女子博に行って一回も買えたことがないんですよ。このもったいないシリーズ結構あってね、もったいないし贈り物セットみたいな箱に入ったはがみのセットだったりとか、あと今回もっといっぱい出てますよね。4、5種類ぐらいこのもったいないシリーズのセットが出てるんですけど、プラスラボさん優先順位的にはそんなにいつも上ではめちゃくちゃ上ではないので、遅いっちゃ遅いんですけど行ったのが。でも
でも言うてそんなに遅くないかな。すぐなくなりますね。あんまり数がないんだと思います。フローさんのガチャ早めに行く方が良い。メモ。紙箔の漢字を見ると早めに行った方がいいと思います。数がねやっぱ多分限られてるんだと思いますね。やっぱりね、なんか客層違う感じしますよね。客層っていうかなんだろう、好み、違いますよね。そうなんでね、このプラスラボさんのこのもったいないセット系を狙ってる方も早めに行った方がいいと思う。私一回も見れたことないんですよ、このもったいないセット。いつもね欲しいなと思ってリストには入れてるんですけど出会えたことがないそう、オンライン文具女子博でも結構ねすぐ売り切れちゃうんで、人気なのと数がないんだと思います。であとペンテルさんは、オリジナル文具セットの方を選ぼうかなと思ってますね。なんかなんだっけ、マットでしたっけ名前。新しくね出たペンあるじゃないですか。ミルキーの代わりみたいな。シーリングガチャ1日そう50個だったと思います。そうなんですよね。だから数がないから早めに行った方がいいですよね。お茶飲んでください。ありがとうございます。そうだ、喋るのが楽しすぎてね、お茶飲みたいなとか思いながらいつ飲もうかなと思ってました。私のねこのこれ撮影場所なんですけど、いつものクーラー直当たりなんですよ。クーラー暖房直当たりなんでね、めっちゃ空気乾燥するんですよあ、ペンで、そう、マットペンか。そうか。マットってやつですよね。そう。あれの、なんか8本セットが、クリアケース、限定クリアケースみたいなのに入ってるやつのセットか、あとは、マットペン3本と、筆ペン2本と、ボールペン1本、あとおまけがついてる袋のセットが3種類あるんですよね。マットペンが入ってるやつは。そうで8本セットもいいなと思ったんですけど、値段調べたらこの文具セット、そのマットペンが3本入って筆ペン2本と、筆サインペン2本とあとボールペン1本入ってるセットがペンの値段的には定価じゃない、ネットの販売よりも200円高かったんですよ。そうただこのオリジナル文具セットはおまけがついてくるって書いてあるんですよね。でそのおまけが何なのかによってお得度が変わる感じなんですよ。例えばおまけがペン2本入ってるんだったらオリジナル文具セットの方が、若干安かったりするのかなって思うんですけど、おまけが例えばなんかポストカード1枚とか宣伝系のねポストカード1枚とか、あとはペン1本だけとかだったら、そのペンの種類にもよりますけど、ネットでマットペン買ってもいいのかなってちょっと思っちゃってるんですよねそうだからこれは今値段的に迷いどころ、そのお得感はあんまりなんか今の情報ではないんですよね。今表に出てる情報ではあんまりめちゃくちゃ安いじゃんっていうわけではないので悩みどころですね。そうネットだとねちょっとお店によって結構安く売られてたりもするんでね、そういうところでうまく買えるとこの福袋よりも安いんですよ。であと余白さんが限定マスで、またね売られるんで、それはちょっと見ようかなと思ってます。ただ多分長蛇の列ですよね。だからどこで行くか悩みどころ。でもどうなんだろう、紙箔の時は限定マスってめちゃくちゃ用意してくれてるみたいで、いつも全然売り切れてないんですよ。限定マステはほんと最後の方に行っても買えるぐらいの勢いなんで、紙箔だとね。なんで文具女子博でもその限定マステだけを狙ってるんだったら後で行ってもいいかなって思ってます。買えなくてもまたチャンスあるかなとも思いつつ。で、次がね、文具チャンネル .com&TS さんのブースで、なんかこの文具グッディバッグ福袋っていうのがあっ
て、これなんだろう、でも書いてるってことはなんか良さそうと思ったのかな。なんかお得そうだったんですよね。しかも何種類かあるんだそうだ。1100円の福袋から3300円の福袋まで何種類かあってっていう感じだったんで、まあこれは会場でちょっと様子見つつ良さそうだったら買おうかなって感じですね。ここでも初めての物産かな、文具チャンネル .com さんで、インスタフォローでノートもらえるっぽいです。で、あとは、プラスさんはデコラッシュのモノクロが、出ますね、新しくね。黒系のやつが4種類あるんで買おうかなって思ってるのと、あとデコラッシュガチャっていうのがあるんですよ。デコラッシュ1個と、あと、消しゴムが入ってる2点セットが入ったガチャガチャっぽいんですけど、まあ、これに関しては何回も引くと消しゴムばっか増えていく、消しゴムも一緒に増えていくじゃないですかそんなに消しゴムはいらんと思って1回だけ興味本位で、まあ、ガチャだからやるぐらいの気持ちでやろうかなと思ってます。で、インスタフォローするとマステがもらえますね。ただね、写真見た感じプラスさんのマステはね、結構今まで配ってるマステと同じ宣伝マステですね。プラスって書いてあって文具の模様が書いてあるやつぽかったですよ。もしかしたら画像が差し替わって新しいのになってたりするかもしれないんですけど、私が見た時は今までと同じ感じでしたね。どこかにあるんだけど、どこかな、すぐ見つかんないかな。めっちゃね大きくプラスとは書かれてるものなので、結構宣伝用だなっていう感じはするマステではあったんですけど、あれないな。プラスさんのマステ、プラスさんのマステすぐ出ないですね。ちょっとね今ねマステが増えまくっちゃってね、ついに1000個を多分突破してるんですよねあったプラスさん、これですね。プラスさんのノベルティ、これこんな、多分画像見た感じ、多分今年っていうか今回もこれっぽいんですよね。一応ね文具柄なんで、こう柄ごとにね切り取れば普通に使えるんですけど、結構ね大きくプラスって書いてあったと思う。伸ばすとあれ違ったかな、この今ここを見るとでもプラスって書いてありますね、やっぱ。まあマステはマステなのでね、鴨居さんのマステですね。よいしょ。もうマステ収納難民ですよ。どんどん増えていく、分裂してるんじゃないかなぐらい増えていきますからね。余白さん個数多めに用意してくれてることあるのでありがたい。そうなんですよね。結構余白さん多めに用意してくれてますよね。ありがたや。そうなんですよそう多分1000個はある。一応ね無印のねポリプロピレンのケース使ってるんですけど、一つのケースにだいたい100個ぐらい入るんですよ、マスキングテープが。それがね今ね12、14、16、17段ぐらいまでパンパンに詰まってるので、まあ単純計算でいくと1700個ですよね今自分で数えておかしいと思ったいやでも1700個はないと思うんですよ。大きいやつとかもあるんで。だからまあでも1000個あんのかなぐらいの感じですね怖いやめてやめて、マステ買えなくなる現実から目を背けておりました。いやで、次がねりぶんさんね、紙博でも毎回言っちゃうんですけどね、やっぱり気になるフレークシールすくい1回もやったことないんで、まあやるチャンスがあればやってみたいなと思ってます。でフレークシールすくいはね3時半からなんですって。だからまあちょっとプレミアタイムちょっとわかんないんですけど、普通のね
普通の会場の日は、3時半からスタートらしいんで、フレークシールすくいもねすぐなくなるタイプのイベントなので、多分やりたい方は3時半ちょっと前ぐらいからスタンバっといた方がいいんじゃないかなって感じですね。ただあれね、紙博の時の動画見たんですけど、めちゃくちゃ難しそうでしたよ。超細いシーリングスタンプのローを混ぜるような細いちっちゃいスプーン型の棒ですよね、もうねを使ってフレークシール、箱の中に入ってるフレークシールをこうすくうんですよ。1分間だったかな。そうまたねルールとか変わってるかもしれないんですけど、なんか前回見た時そんなやつでこれすくえんのと思ってね、超むずそう1700個博物館みたいですね。いやそうなんですね。でもさっき言ったみたいにもったいない病で2個ずつ買ったりしてた時期があったんで、結構ダブってんのもあるんですよね。上4段ぐらいはダブってますねメリブンさんのオーダーノート、今日情報出てたけど可愛かった。メリブンさんオーダーノートやるんだ今回。知らなかったです。ちょっと後で見てみよう。でもねノート増やすのな、もうロルバーンだけでもねちょっとコレクションにしちゃってて困ってるっていうかね、どうすんのさって思ってるんですけど自分で制限時間があると手プルプルして全部落としそう。いやあれはねせかされてたら相当むずいと思いますよ。多分インスタでメリブンさん調べてちょっと遡ると紙博のやつ出てくると思うんですけど、めちゃくちゃ難しそうでしたもん。そうそう、箱の角に押し当ててね撮ってるの、そうなんですよね。なんかねすっごい上手い方はマジでなんか全てのこのフレークシールがうまいこと微妙に重なって1枚のシートみたいになってブーンって持ち上げられてて、その方はごっそり持ってってる感じだったんですけど、いやあれは神業ですよねいやだからね全然多分得しないだろうなと自分では思ってるんです。多分私下手くそだから。でもちょっとこういうお祭りみたいなやつやりたいじゃないですか。そうだからもう楽しみの500円だと思ってこれは一回できればやろうかなと思ってます。でも多分ね自分が行った頃にはもう売り切れちゃうとかそんな感じでできなそうな気もしますけどね。多分すごいすぐなくなると思うんで、人数制限あると思いますしね。であとねこう限定のスケル催しセット、メリブンさんのねトレッペデザインペーパーめちゃくちゃ全部可愛いんでねすごい集めてるんですけど、結構いいお値段するんですよね。そうなんでちょっとお値段と相談って感じですね。であとトーンハンコっていうなんかね新しくなんか若干薄めにつく、なんて言えばいいんだろうな、若干薄めにつく感じのハンコを出されるみたいで、なんかそれの冬限定セットっていうのが2640円、それ狙ってますね。今回結構ハンコが多いかも私買うので。あと活版印刷の3連チケット、これはなんかネットショップ、メリブンさんのねネットショップで見たんですけど、文庫っていう柄とコーヒー柄の3連チケットめっちゃ可愛かったんで買おうかなと思ってます。ただここら辺はねもう予算と相談で削られていくかもしれないですね。1冊550円であと動物スタンプのフクロウ、手紙を足でこう持って飛んでるフクロウのハンコがあって、それすごい可愛いんですよ。1760円。あと動物スタンプの猫、これはインクを倒してたかな、インクをちょいちょいってやってる感じの猫ちゃんのスタンプが1155円ですね。あとこれはね写真がなくてどんなのかわかんないんですけど、サンブランドマステ文具女子博セットっていうのがあるっぽくて、これちょっと気になってます。これ悩みどころなんですよ。スケル模様紙の39種コンプセットっていうのがあって、もうコンプ大好き人間としてはね
欲しいんですけど、これ6600円するんですよ。でもね、若干安いんですよね。全部買うよりも、単品で買うよりも安いんで、ちょっと狙おうかなって思いつつ、予算と相談って感じですね。で、あとこの一言線詰め放題、これはね、もう私もお腹いっぱいっていうぐらいやってはいるんで、まあ空いてたらやろうかなぐらいの気持ちなんですけど、新柄が出てるみたいでね、一言線の柄って集めちゃうんですよね。あ、すごい、なんか神業の人がいるじゃん。これ読んだな。86枚。すごっ！ 86 枚550円のフレークシールってめちゃくちゃ安いじゃないですか。めちゃくちゃ安いですよね。すごー。すごいですね。上手なんだ。いいな、羨ましい。金魚すくいの技みたい。いや、金魚すくいのが多分簡単ですよ。でも原理はそうですね、原理は。で、スケルモ用紙の全部セット買う。あ、買いますね。これ気になりますよね。北岸由美さんのスタンプ。北岸由美さん、どれだろう、どれかなあ、これメリブンさんで売られてるスタンプですかね。作家さんの名前まで分かんなかった。メリブンさんで全部調べちゃった。そうなんでね、ちょっとメリブンさんコーナーもね、結構沼コーナーなんですよね。やば、もう2時だ。大丈夫ですか皆さん。私はね、結構夜型人間なんでいつまでも起きていられるんですけど、皆さん大丈夫？もうでもあとちょっとかな。で、あとアデッソさん。これアデッソさんはイタリアンのなんかボックスに入ってるメモアソートって書いてあるんですけど、これ実際はイタリアのデザインペーパーのはがみセットみたいな感じで、メモぐらいの大きさの紙になって、それが60枚入ってるボックスセットってことですね。ただこれもね、値段書いてないんですよ。アデッソさんもね、あんま値段書いてくれなくて。そうだからね、悩みどころなんですけど、イタリアのペーパーって結構綺麗なんですよね。はがみってついつい買っちゃう。そうなんで、これ結構気になってますね。あ、3B さんのスタンプ。へえ、ちょっと後で見てみますね。そうなんですよ。で、あと黎明藤井さんね。黎明藤井さん、パンダグッズがめちゃくちゃ可愛くて、ただね、黎明藤井さん今回出してるのがバイブルサイズが多いんですよ。リフィルもそうだし、クリアバインダーも、ポケットのやつも、クリアファイルポケットみたいなやつも全部バイブルサイズ対応なんですよね。私普段そんなに使ってもないんですけど、私が愛用してるのは英語サイズなんですよ。英語サイズのファイルが好きで、結構なんでバイブルサイズって今まで一回も使ったことないんで、一個もないんですよね。なんで黎明藤井さんのこのパンダシリーズが欲しかったら、まあ、英語サイズのやつもあるんですけど、英語サイズのやつはもう持ってるんですよ、リフィルは。なんで、バインダーが欲しいんですよね。可愛いパンダのね。でもそれバイブルサイズだから、バイブルサイズに手を出すかどうかをすごい悩んでます、これ。そうで、しかも黎明藤井さんのね、ノベルティステッカーは SNS フォローと商品購入なんですよ。だから買わないとステッカーもらえないんですよね。そう、黎明藤井さんね、ずっと悩んでます。柄めちゃくちゃ可愛いんですよ。載ってるかな。ラリルレでしょ、黎明藤井さん。あった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 。そうそう、これね、ちょっとピントが合わないんですけど、この新しいクリアファイル、これめちゃくちゃ可愛くて、クリアバインダー。あ、これは B6 サイズって書いてある。あれ、バイブルサイズって書いてあった気がするんだけどな。B6 サイズって書いてありません、ここに。
B6 でも B6 もね今まで使ってないサイズなんですよね。悩みどころです。サイズ的にね。バイブルサイズって正直この文具女子博とかの文具イベントに行くまであんまり文房具屋さんで売ってるの見たことなかったんですよね。そうだからなんでこんなにバイブルサイズ売られるんだろうってちょっと不思議でした。結構皆さんバイブルサイズ使ってるんですかね。で次がスタンプマルシェさんね。あ、そう、これは気になってるやつです。スタンプビュッフェができるみたいで、限定のスタンプとか選んで6個選んで3850円かな。そうでもね、スタンプばっかり集まってどうしようかなとも悩んでます。黎明藤井さんのパンダのペンケースのお使い頼まれましたあ、そうなんですね。いやね、可愛いですよね、パンダね。パンダも好きなんですよ。でも今回横浜なんでね、パンダモチーフ多いですよね。結構ね、いろんなところでパンダモチーフある気がする。で、スタンプマルセさんはインスタフォローでステッカーもらえますね。で、あと気になってるのがラウンドトップさんのマステバイキング。結構いつもね、もう筒にセットになって、売られてるお得セットみたいな感じだったんですけど、今回バイキングやるみたいですね。1100円。で BGM さんはそう今回シールビュッフェやるんですって。1100円8枚選べんだったかな、10枚選べんだっけ、ちょっと忘れちゃった。そうシールビュッフェ悩みどころです。どんなシールが売られてるか次第ですね。で、商品購入とインスタフォローするとマスクケースかなんだっけな、なんかね2種類から選べたんですよ、このノベルティ。私はマスクケースの方がいいなと思ったんでマスクケースって書いてるんですけど、マスクケースと何かもう1種類あったはず。当日は何時に行かれるんですか？私は一応始発で行く予定です。ちょっと何時に着くかは電車調べないと分かんないけど、始発より早くは出れないんで始発で行くとしか今思ってません。そうなんで始発で行く予定ですよ始発で行って多分7時ぐらいに着くのかな、7時かそこら辺に着くといいなと思ってます。であとはスリーポンズさん、スリーポンズさんエビフライのねペンケースとか売られてるブースさんですけど、いつもなんか初めて紙物セットを売られるっぽくて、まあデザペ集めが趣味の私としてはちょっと紙物セットっていうのは気になってますね。ただ値段書いてなかったんでちょっといくらかわかんないです。であと国与さんが毎回やってるボビンマステのバイキング、まあこれはもう一回やったことあるんですよ、ボビンマステのバイキングなんで、まあ柄次第かなっていう感じですね。880円5個選んで880円だったかな。で今回はこのボビンマステバイキングやるとテープカッターがついてくるっていうね感じでした。であとアントワサンクさんで付箋バイキングやられるみたいなんで、なんかね動物の付箋を3つ選べるんだったかな。で660円、結構可愛いんで気にはなってます。あとは予算次第って感じで、バンデさんもう一個あったわ。バンデさんバンデさんさっき言いましたよね。バンデさん2個あるわデザペ、そうバンデさんデザペ、今までデザペ売られてなかったですよね。バンデさんってなんかバンデさんデザペ売られるっぽくて、小さな写真館スイーツタイムっていうやつの柄と、あともう1セット別のタイトルのがあったと思うんですけど、この小さな写真館とスイーツタイムっていう柄のデザペがすごい可愛かったんで、値段わかんないんですけど気になってます。名残惜しいですが明日仕事なんでここで失礼します。楽しかったです。あかねさん皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。夜遅くまで本当ありがとうございました。ゆっくり休んでねそうなんかね
どうやら私のメモ的にはあるっぽいですよ、バンデさん。デザペ書いてあったと思う。私も驚いたんですよ。バンデさんでデザペあんのと思って。そうなんですよね。なんでちょっと気になってますね。値段わかんないんで微妙なんですけど。でもバンデさんそんなに高いイメージないんで、他の文具もね。なんでちょっとチェックする価値はあるかなと思ってます。柄可愛かったんですよ。でもそっか、売ってなかったと思うんだよな。バンデさん売ってるかな。デザペは多分ね、結構最近ツイッター X で発信されたんですよ。デザペのことはね。なんで多分このガイドブックには載ってないと思うんですけど、バンデあった。そうですね、載ってないですね。バンデさんのページにはデザペについては書かれてないな。皆さんおやすみなさいって言って。いいですね。いや、そう、いいですね。ライブね、こう、皆さん同士もこう、つながれる感じもいいですよね。見てて、なんかすごい平和で、ほっこりします。で、あと、アミファさん。これあれですよね。100均に出されてる会社さんですよね、アミファさんって。ウィリアム・モリスのセット売られてるっぽいんで、それちょっと気にはなってます。ただここら辺はやっぱりほんと予算次第では削られるコーナーですね。100均でも買えるっちゃ買えるんで。ただね、このマスターピースウィリアム・モリスシックセットは100均計算でいくとちょっとお得だったんですよ。なんかね、何個かセットがあったんですけど、その福袋セットみたいな。天使のやつはね、100均とそんなに値段変わんなかったんですよね。ただ新作の試供品みたいなのが入ってるみたいな。だからまだ買えないものが手に入るぐらいのお得だったんですけど、このね、ウィリアム・モリスのセットの方は個数的に1個100円だと考えるとちょっとお得だったんですよね、確か。そうで、あとアミファさんは文具バイキングをやられるらしいので、これについての詳細全然わかんないんですけど、ちょっと気になってます。デザペ沼ですよね。デザペ集めちゃいますよね。もうマステペンデザペはやばい。あとインク。もうね、文具界隈は沼だらけでズブズブですよ。溺れる。で、あとカミディアさんね。カミディアさんは付箋バイキングっていうのがあるっぽい。これね、そうだ、なんかおにぎりとか、なんかね、天ぷら、エビ天ぷらが入ったおにぎりとか、ホットケーキとか、そういう感じの、なんか可愛い食べ物。あとね、シマエナガとかもあったな、確か。そう、可愛い大カットの、付箋が選べるやつだったんですよね。3つだったかな。3種類選んで440円とかだった気がします。そう。SNS で噛みまくり。SNS フォローで付箋アソートもらえますね。デザペファイリングして、いや、同じです。私もね、クリアファイルっていうのビニールのね、クリアファイルの中に、1枚は入れて、コレクションブックみたいになってます。そう。入れとかないと最後の1枚って気づかずに使っちゃったら嫌だから買ったら必ず1枚取り出して100均のねファイルの中に入れてます。なんかもうデザインペーパーブックみたいになってますね。本当にコレクション集みたいなね。そうわかるですよね。やる。そう、デザペは見てるだけでも癒されますから、使っても癒されるけど。で、その次が甘味堂さん。そう、甘味堂さんはね、買おうか悩んでたんですけど、公式 YouTuber さんがね、やってるの見て、思ってたより可愛いかもと思ってね、ちょっと考えてるのがクリップ広告付箋。
紙はクリップココ付箋ですね。猫柄とねうさぎ柄可愛いなと思ってちょっと考え中でございます。あとねこのココ付箋自体が私使ってるんですよ。以前っていうか文具の動画を始める前に文具女子博に行った時に戦利品動画だった違うわなんだっけななんかはがきで応募するキャンペーンに応募したら当選したんですよ1回で文具の福袋をもらってその中にねココ付箋が入ってたんですよ。ココ付箋今あったおめっちゃ奥行くよいしょ。そうココ付箋が当たったんですよ他にもいっぱい入ってたんですけどその中の一つがココ付箋で全然使ったことなかったんで知らなかったんですけどこれねめちゃくちゃ使いやすいんですよね。細さもちょうどいいしなんかこのクリップココ付箋についてる付箋はもうちょっとねもうちょっとだけ太そうだったんですけどこれねこうやって使うじゃないですか。普通の付箋なんですけどこのね文具女子博のねメモにめちゃくちゃいいんですよね。こうやってね貼るとこのブースの名前見えるじゃないですか。だけどこの上から油性ペンでこれビニールなんでね油性ペンでしか書けないんですけど油性ペンでノベルティとか書いとくとこのブースでこのノベルティもらえるとかねそういうメモにめちゃくちゃ使えるんですよこのココ付箋。普通の市販でよく売られてる付箋より細いんですよね。それがねすごく使い勝手が良くてあと下の文字が見えるのがすごく良くて結構使ってるんですよね。それもあってねこの動物のやつクリップついてて可愛いじゃんと思って狙ってます。そう1個539円なんですよね。あとねこれ付箋ってバラバラで持つの結構めんどくさいんですよね。けどこのクリップだったらクリップに一体型なんでほんとちょっと挟んどくだけで付箋くっついてくるわけじゃないですか。めっちゃ便利だなとも思うんです。そうだからねちょっと誘惑に負けそう。これは買っちゃうかもしれないであとシャチハトさんの字かけるこれは先行販売なんですけどマステの上にこの字かけるで塗るとその場所だけ普通のペンでも字が書けるようになるんですよね。これは便利だなと思っております。そう皆さんのねいただいたアンケートとかコメントとかでこう手帳をつけないのかっていう話になったじゃないですか。で私はねもともと手帳自分の字が嫌いなんでつけてない人なんですけどただそれに感化されてちょっと手帳つけてみたいなって思う自分もいるんですよ。それでね手帳を始めてみようかなと思って12月始まりの手帳をなんかノベルティでもらったんでつけてみようと思って挑戦したんですけど自分の字が汚いっていうか嫌いすぎていきなり書き込むのにすごい躊躇しちゃったんですよ。でその時に思ったのがマステでこの手帳自体をコラージュっていうかこうデコレーションしつつマステの上に予定を書けば失敗してもマステ剥がせば綺麗じゃないですか。だからその形だったらもっと気軽に手帳をつけれるんじゃないかなと思ったんですよ。でもそのためには書き込めるマステじゃないといけなくてその時にこの字かけるに出会ってめっちゃいいじゃんって思いましたね出会ってが入っちゃったそうなんですよ。だから字かけるはちょっと買いたいなと思ってますね。絶対便利ですよね。そう思うの私も。値段が分かんないんですけどねでもそんな高くないと思う。ペン1本だし。でソーラーファクトリーさんはこのねノベルティの猫のミニカードに惹かれてなんか買いたいなと思っちゃって
で、これ商品購入しないともらえないノベルティなんですよ。で、何が可愛いのあるかなと思って見たら、ミニカード類が売ってて、全部猫だったかな。全部猫のモチーフで、なんか、食べ物を抱えてたりとか、あとは、この黒電話とかね、ちょっと物を抱えてる、たこ焼き抱えてたりとか、っていうすごい可愛いカードがあったんで、まあ、これは予算と相談で買おうかなって感じですね。猫の伝言ミニカード。あ、そうですね。猫の伝言ミニカードだから絶対猫ですね。そう。今狙ってんのはドーナツと三色団子と草団子とたい焼きと黒電話っていうめちゃくちゃ可愛かったんですよ。そう。で、あとは、ことものさんのところでよく喋る鹿のマステっていう、なんか鹿が喋ってる吹き出しがついてるのがエンドレスで書かれてるマステなんですけど、これはね、以前も売ってて、文具女子博で見て、その時予算的に諦めたんですけど、ずっと気にはなってたんでね、ちょっともう一回気になってます。渋ってこの、あれかな、カードかな。黒電話とかね、やばい渋さですよね。そう。まあ、で、あとは、この書いてないですけど、木の瀬印刷さんは、新次加藤さんでいいのかな、シールドさんがね、フレークシールにしてる同じデザインの、文豪シリーズとかの一筆箋とかメモとかの紙雑貨系を売られてるお店なんですよね。私は猫の事務所かな、それかちょっと何のタイトルだったか忘れたんですけど、猫の絵柄が描いてあるちっちゃな原稿用紙があるんですよ。ミニ原稿用紙。それが売ってたら買おうかなと思ってます。あと、正当者さんは、文具女子博限定の、定規 ?5 センチのね、ミニ定規が販売されるんですよ。なんで、それがちょっと気になってはいるんですけど、私もビュッフェは嫌ってほどやったんで、デザペのね、紙博でやってるんで、その定規だけを買いに行くかどうかっていうところで今悩んでます。で、あとはノベルティですね。これ全部 SNS フォローだけでもらえるやつなんですけど、これなんて読むの、吉田自作さん吉田自作商店さんが紙クリップがもらえますね。SNS フォローで。で、大悟さんはノート。このノートかなり立派で新しいまたノベルティですね、今回ね。SNS フォロー。これはもう多分大人気なんで早めに行った方がいいと思います。で、このウッドペペさんがシーリングワックス。で、昭和ノートさんは今回シールでしたね。SNS フォロー。で、紙トピアさんはポストカード。で、CP プラスさんがマステ。あ、これはね、あれだ。この写真の、これですね。CP プラスさんは、このなんかパシフィコ横浜で2月からこのカメラと写真映像のワールドプレミア賞っていうのがあって、これね、マステめっちゃ可愛いんですよ。ラッコのね、マステなんですけど。そうそう。これがね、なんか事前登録するともらえるらしくて、でもその事前登録一応無料っぽいので、まあ行って流れ的にできそうだったらもらおうかなって感じですね。ただマステは可愛いんですよね。しかもね、これね、ここに載ってんの黄色なんですけど、結構いろんな色あるっぽくていいなーって思ってます。カメラ持ってるラッコで、あと、サイエンさんはマステ。これも大人気ですね。いつもね、マステね。サイエンさん。SNS フォローでもらえます。いつもフルーツ柄だけど、今回どうなんだろう。で、あと、マリモクラフトさんがステッカーもらえるっぽいですね。で、この私が SNS フォローって書いてあるのは、インスタか X どっちでも大丈夫だったはずです。で、この X フォローって書いてあるのは X しか多分やられてない会社さんですね。で、カクさんはインクカードがもらえる。
フォロー&リツイートって書いてありますね。で、アーティミスさんはメモパッドがもらえると。SNS フォロー。で、アンテリックステーショナーズさんはボールペンの、そうそう、ボールペンの返信がもらえるんですよ。これめちゃくちゃ欲しい。文具女子博のオリジナルのね、ランダムでもらえるじゃない、ランダムで買えるボールペンあるじゃないですか。あれアンテリックさんのなんで、ここで返信もらうと、返信もできると。ただでできると。で、インスタフォローでもらえるんでね、いいですよね。で、リラリラハンコさんの巾着ね。リラリラハンコさんの巾着 SNS フォローだけでもらえるんだ。そっか。うわ、これはでもさっきもね言ってましたけど、多分瞬殺ですよね。巾着ってだってノベルティ、しかもタダでもらえるノベルティとしてはめちゃくちゃ豪華じゃないですか。絶対瞬殺だと思う。1日100個限定だったっけ？なんか書いてあったと思うの、数。100個もなかったかな。そう、欲しいですね。で、サンスター文具さんは、さっき言ったこのタンクのペンの紺か、青か、ちょっと何色だったか忘れたんですけど、そっち系の色ですね。がもらえるはずです。インスタフォローですね。で、パピアプランツさんはステッカー、インスタフォローでもらえて、内白さんはシール。これなんかね、来た人全員っていうか、その枚数的にね、足りる分は全員にプレゼントみたいな感じだったんで、多分何もしなくても行けばもらえるっぽいです。で、沖縄さんがシール。プロジェクトペーパーとかのお店ですよね。インスタフォロー。インスタフォローするとシールがもらえて、アンケートに答えるとマステがもらえるんですね。このね、マステが結構可愛かったはず。いいなって思った印象があります。で、マックスさんは、メモ帳がもらえる。アンケート答えるとね。ですね。で、古川志功さんは2点以上購入するとクリアファイルがもらえます。で、ハイタイドさんは LINE 登録で付箋がもらえますね。で、マインドウェブさんは先行商品を購入すると英語ファイルがもらえると。私がざっと調べたところのノベルティとか商品系はこんな感じですね。いやーね、全然地図見てないじゃんって感じなんですけど、ちなみにめちゃくちゃ混むデルフォニックスさんはどこだ？デルフォニックスさんはめちゃくちゃ字ちっちゃいですよね、これね。めっちゃ探すの大変じゃん。デルフォニックスさんどこよ。そっか、デルフォニックスさん英語で書いてあるのかな。今すごいカタカナで探しちゃったけど。初見です。ショートから来ました。ありがとうございます。左上。50個だけ巾着かな。ここからどれだけ削れますかね。いや、恐ろしいですよ、恐ろしい。全然削れる気がしないですね。全部可愛いと思ったりしたんでね。お会計の近く。これか。A の001番とかですかね。A の00、あった。カタカナだった。A の001番ですね。この一番大きいところだ。まあ、やっぱり混むこと分かってるんですね。うわぁ、入り口ここでしょ？今回、あれじゃないですか。めちゃくちゃ会場広いじゃないですか。パシフィッコ。これぐーんってみんな行くんか。すごーい。いやー、遠いですね。でも、そうか、ここら辺でごちゃごちゃされると、みんな詰まっちゃいますもんね。だから一番奥なのかな。やっぱ混むブースだからですかね。で、ちなみにパラグラスさんはどこなんだろう。あった。パラグラスさんは D の、全然数字読めないんだけど、D の11かな。D の 11？ ここですね。ここがパラグラスさんか。なるほどね。じゃあ、
でもじゃあもうバーッとみんなこっち行くんですね、多分開場したら。大体の人たちが。バーッ。で、ピンコイさんどこだろう、ピンコイさん。みんなダッシュ。そう、心はね、みんな会場走らないでくださいって言われるんでね。あ、デルフォニックスさん最初に行きますかね。まあデルフォニックスさんね、いやね、散々会議しましたけど、ピンコイさんかデルフォニックスさんかで今私は非常に迷っております。ただピンコイさんだから缶の値段がわからんからな。でも福袋欲しくても3000円のパック欲しくても多分早めに行った方がいいですよね。多分瞬殺だろうな。だって缶買う人が福袋も買うことありえますもんね。福袋も個数制限ありました。個数限定でしたもんね。A の009 A の009、ここだ。大きいじゃん結構。じゃあもうみんなの波に乗ってここですね。逆にバー行ってもう袋バー掴んでデルファニックスに行くもう風のようにここで袋を掴んでこう行く。ギリ間に合うかもしれない、先頭集団ならそれで行こうかな。うわー、風のようにうわシミュレーションしとかないとですね。まあでも大半の人はやっぱこっちに流れ込んでいくと思いますね。それいいねですよね。私1番に行くあれピンコイさん、いやですよね。でも手前にあるんで、デブニックスさん一番奥なんでいけそうですよね。ブースで福袋か福缶だけかっさらってもう誰とも目を合わせることなくババッと取ったらすぐにデルフォニックスさんに並んだらギリ間に合うかも。今までの感覚的に10分ぐらいで終了なんだとしたら、まあここで袋と缶を取っていくぐらいだったら10分は経たないと思うからギリいける気はする。どうだろう。でも今回会場大きくなったじゃないですか。ってことは来場者数も増える可能性があるわけじゃないですか。てか年々増えてるから大きくなってるわけじゃないですか。デルフォニックスさんももうちょっと用意してくれてたりしませんかね。意地でもねえ、いやこれでもこうなりますよね。でもわかんない、みんな同じこと考えてそうじゃないですか。ピンコイさんも狙っててデルフォニックスさんも狙ってる方はみんな同じこと考えてそう。だからもうここでみんなババババってこう取り合いですよ40個しかないんでしょ。40個でしょねえ、もうそう数増やしてほしいですよね。だからデルフォニックスさんがもし数増やしてくれてたらもうそれは万々歳なんですけど、もうピンコイさんは数増やせないはずなんで、もうあれだもんね。正直お会計が最後の1回だから悩んでる人はここで福缶と福袋はとりあえず気になってるやつは1回取っちゃってもいいかもしれない。でデルフォニックスさん終わってふうって一息ついてよくよく考えて、いや缶は買いすぎかなと思ったら返しに行くとか悩んで取らなくて後で買えないっていうのショックじゃないですか。悩んでるぐらいなら取ってから考えてもあり？それって怒られるちゃんとブースに返すんですよ。いやでもね、取ったらね、一回手にしたら欲しくなって結局買っちゃってそうですけどねいやありありね、だって値段わかんないと悩む時間もないじゃないですか。そう多分返せない。いやまあ十中八九そうだと思うんですけどそうなんですよね。早く行ったのに結局買えなかったってショックじゃないですか。値段書いてくれてないんだったら悩む時間くれよって感じなんでそういう手法もありっちゃありかも。後で返したらもう買えないって思ってた方の
手にラッキーパンチで届く可能性もあるわけですもんね。いやー、ちょっとこの流れでいきますか。ピンコイさん、デルフォニックスさん。あと激戦になるのはどこだろう。メリブンさんとかもやばそうだけど、どこかな。あと激戦になりそう。あとあれだ。文具女子博オリジナルグッズはでも意外と早めにゲットしといた方がいいんで、特に限定インクは、早めにゲットした方がいいんで、青でしょこれ。これね、全然ね、数字読ませる気ないんですよ。なんかもやんとしてて。B かな ?B0602 ってなってますね。ふにゃってなってますね。どこだろう ?B0、6じゃないこれ。B、でも6っぽいよな。B06、これだこのハートのやつですね。そうだ、オリジナルグッズ、これだ。ここ。なんで、こう来て、こう行って、こう行く余裕は多分デルフォニックスさんにはないと思うんですよね。プレミアの人が値段教えてくれないかな。そうですね。多分この今配信聞いてくださってる方の中でプレミア行く方に、ツイートしてとか、この配信のコメント欄に追記してとかってお願いすればしてくれる優しい方もいるかもしれない。お願いします。いや、そうですね。これ文具女子博、まあ多分そこまで焦んなくてもいいから、ピンコイ行って、デルフォニックス行って、文具女子博ブースに帰ってくる方が安全かな。難しいですよね。結構ね、人だかりにはなると思うんですよね。限定インク。ここでちょっと時間かかるじゃないですか。カスタムロールバーンだから、記入とかあるから。でしかも、記入した後にブースもちょっと見るじゃないですか。カスタムじゃないやつ、ない商品。文具女子博限定のロールバーンとかもありますし。だから、そうすると、ピンコイ寄ってからのここだとギリ間に合うかなぐらいだと思うんで、そうするとちょっと並ぶと思うんですよね。そうするとここのインクとか怖いですけどね。あかねさんにコメントすればいいですか？はい。このライブね、アーカイブ残すか迷いどころですよね。だって3時間話してますからね。3時間のアーカイブ誰も見ないよね。どうしようかな。3時間のアーカイブ残しときますか。このアーカイブが残ってれば、ぜひ、ここに、このライブ配信のコメント欄に書いていただけるのがいいのかなと思うんですけど、皆さんの情報的にね。このアーカイブが、そもそもこれアーカイブちょっと今回初めてやってるんで、アーカイブ残れるのかどうかもわかんないんですけど、もし残んなかったら、ツイッターやられてます？ツイッターやられてたら、ツイッター X やられてたら、私にメンション飛ばしてコメントしていただけるとかで皆さんに拡散するんで、私が書き込みしますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。なんでこのアーカイブ残ってたら、このアーカイブのコメントにコメントしてくださったら多分皆さん見やすいかなと思います。なかったら X で私にメンション飛ばしていただいてコメントしていただくのがいいかなっていう感じですね。ぜひお願いします。いや、気になりますよね、値段、本当に。いや、私がだってこの文具の YouTube 始めるにあたって絶対やろうと思ってたのが、自分が購入したものの金額を言おうっていうのはもう絶対決めてましたもん。あんまりね、お金の話するのが嫌だってこともあると思うんですけど、自分がいくら買ったか分かっちゃうじゃないですか、計算する人はね。だから
っていうのもあるのかなとは思うんですけど、皆さん知りたいじゃないですか、値段の情報って絶対。だから私は絶対 YouTube 始めたら分かる範囲で値段は言っていこうと決めてましたねなんでぜひもし値段分かったらね教えていただけると嬉しいです。いや悩むな。でもこれが多分最適解ですよね。ここ寄っちゃうとここが無理かもしれないですもんね。でもなもし文具女子博、でも横浜限定ですもんね、このミルクティーでしたっけ。ミルクティーね、横浜限定か。横浜限定ってことはミルクティーは今回買う以外はないのか。2日目は私は開場した後にしか入れないので、そうすると1日目に取りこぼすとゲットできない。苦しいですね。これ悩みどころですね。インクどれぐらいあるんだろう。結構前になりますけど、文具女子博のインクのクリームソーダのインク夢見るクリームソーダでしたっけっていうインクが、緑色のねインクが限定で出てたんですけど、今復刻とかしてね売られてますけどね、あれも結構すぐなくなったっぽいですもんね、売られた時は。どうかな、数用意してくれてるといいですけどね。怖いこればっかりは蓋開けてみないと分かんないですもんね。デルフォニックスを優先する。この地図上だと結構こうちょっと寄ってインクだけかっさらっていけそうでもないんですけど、でもな意外と広そうですもんね。だってこれ多分実際めちゃくちゃ広いと思うんですよ。今までの規模最大ですもんね。だから多分こんなちっちゃい地図になってますけど、実際めちゃくちゃここからここも距離あると思うんですよ。なんならここからここも距離あると思うんで、結構移動すると思うんですよね。そうすると多分このブース一個一個も大きいと思うんで、しかも今までの経験上だと結構この文具女子博オリジナルグッズを売ってるブースってなんか奥行きがあるんですよね。結構他のブースって机1本2本がつながってる感じじゃないですか。でもすぐに売ってる方がいてっていう感じだけど、この文具女子博のブースってなんだろう、結構奥行きがあって、奥にも棚があって手前にも棚があってみたいな、ボックスみたいな感じのブースになってたので、今までの感じだと。だからこれもそんな感じなんじゃないかなとは思いますね。怖いな。あとはあれですね、皆さんがいつ行くのかわかんないですけど、私平日に行くわけじゃないですか。空いてるといいなとか思いつつ、でも1日目だしなって思うんですよね悩みどころです。いやでもワクワクしますね。だってもう1週間切ってますもんね。切ってるよね。そうですよね。来週のもう水曜日からですもんね。そうもう1週間切ってますから、ドキドキですよ。いや皆さん本当欲しいものをねしっかりゲットできるように頑張りましょうどうだろう、今日の配信ちょっとでもお役に立てたかな。なんかこんなに夜遅くまで皆さんが付き合ってくださると思わなくて、もうめちゃくちゃ楽しかったんですけど、私としてはね、なんかいやもうずっと語っていたいぐらいなんですが、そろそろ皆さん、眠いですよねもう2時半すら過ぎてしまったこのライブ配信のあれですよ、このライブ配信のアーカイブ11時でしょ、12時1時2時もう多分3時ぐらいじゃん、これで挨拶して終わったら。4時間の映画「タイタニック」ですよタイタニック並みの長い配信になってしまいましたが、
いや本当に皆さんありがとうございました。もう本当にこんな夜遅くまで。お、気分盛り上がってきました。参考になりました。よかった。嬉しい。いやーね、いや私も本当に皆さんの情報ですごい救われてるんで、コメントもめっちゃ励みになりましたし、またね、機会があればっていうか、機会作りたいなと思いますね。このライブ配信ね、めちゃくちゃ楽しかったんで、これからもできる時があれば、また多分深夜にはなっちゃうと思うんですけどね。ありがとうございます。またライブやってほしいです。嬉しいです。その言葉。皆さん今のうちに忘れずに、まだの方、ぜひグッドボタン、あと、もし、されてない方はぜひぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。結構ね、文具のイベントのね、情報とか、前情報じゃないんですけど、どういう雰囲気だったかとかね、買ったものとか紹介してるのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。励みになりますね。またやりたいです。いや皆さん本当に温かくてめちゃくちゃやる気出ました。もうこれはね、いい動画を作っていかないとバチが当たると思いましたね。楽しくて寝れなかった。いや私もですよ。なんかもう目冴えてきちゃって、逆にね、この後私もう一本動画撮ろうと思ってます。あ、チャンネル登録してまーす。ありがとうございます。とても楽しかったです。ありがとうございます。いや、こちらこそ一緒に盛り上げてくれて嬉しかったです。いやね、本当にもうあとちょっとの日にちですけれども、文具女子博、皆さん公開のないようにね、楽しんでいきましょう。またね、文具女子博行ったら、そのね、動画もアップしようと思ってますし、明日ね、この間行った金色ひとでさんと神目さんのクリスマス会の動画もアップするのでね、6時ですね、アップしますのでね、ぜひぜひ見ていただければなと思いますね。もう今年もね終わっちゃいますけれども、まだあと動画3回ぐらい、3回、もしかしたら4回上がるかもしれないです。なのでね、ぜひ、見ていただければなと思います。はい、というわけでね、本当に長い時間ありがとうございました。またね、ライブできたらなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。皆さん、ゆっくり寝てね。お目当てのもの買える分、そうね、頑張りましょうね、皆さんでね。よし、じゃあそれでは皆さん、寝ましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。あれ、これ終了ができないちょっと待ってよ。これ終了ができないんですけど、どうしたらいいかな困ったぞおかしい。どうやって終了するの×を押してるのにね、終了が出ないんです。一生バイバイし続けなきゃいけないかもしれない。助けてあれ、どうしたらいいんだ、おかしいぞ。本当にね、おかしい。ちょっと待ってよ、終了ができない。ちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいよ。なんで終了ができない。終了のねボタンがね出てきてくれないんですよ。これは終了するなということでしょうかまだできるだろうお前って言われてるんでしょうか、 YouTube さんに。これどうしたらいいの。本当に終了ボタンがない。×押してるんですよ。まさかの何これ、どうしたらいいのね。あ、終了できたかな。どうだろう、ライブ時間、いやライブ時間まだ進んでますよね。あれ、どうしたらいいのこれ。皆さん聞こえてますか今。ですよね、まだこれ何これ、どうしたらいいの。終了ボタンが出てこないってことあります？バグかな。
バグなのか。聞こえてる、これからですか。鼻鳴っちゃったよ。二次会行きますか、こっから。これね、普通×を押すと、ていうかおかしいんですよ。私モニターにつなげて、このライブの画面が客観的にモニターからね見えるようになってるんですけど、×を押すとモニターにはライブを終了しますかって出るのに、スマホ上にそのボタンが出ないんですよ。 YouTube のアプリを閉じる。ちょっとじゃあ一回閉じてみますね。おやすみなさーい。あ、スマホの画面消してみては。嘘、アーカイブに残らない。悲しいですね、それは。そうか、強制終了になっちゃうのか。ライブ配信の2次会。あ、でもついにこれモニターにも終了画面出なくなったな。ちょっとどうしようかな。一回ちょっと YouTube を閉じてみますね。一応じゃあ皆さんにお別れの挨拶をして。ありがとうございました。バイバーイ。あ、戻ってきましたよ。多分まだやってるよね、これライブ。これライブやってるよね。マジで終われる。やばい、やってますよね。ただいま。こんなバグある？ライブ配信終われないバグ。やばい。ただいま。二次会が始まる予感。ちょっと待って、これどうしたらいいの？しかもこれ今あれ、しかもね、配信者が見れる YouTube スタジオっていうアプリがあるんですけど、そこにねこのライブ自体が出てこないんですよ。まずこれアーカイブ残んないかもしれない、もしかしたら。どうしよう。しかもなんかさっきより人増えてる。終われないバグ。もう×を押しても YouTube 閉じても終われないとか、私これから一生ライブ配信を自分の人生をライブ配信し続ける感じですかね。人増えてるのすごいね。いやちょっとこれやばいな。どうしたらいいんだろう。本当に私はこれから自分の人生垂れ流しかもしれない。困ったな。こんなバグある？初めて聞きましたけどね。ダブルタップとかしても変わんないもんね。やばー。いやでもこれちょっとアーカイブ残らない可能性ありますね。めっちゃショック。密かに後でこっそりもう一回見ようと思ってたのに。終われない。ちょっともう一回 YouTube 閉じてみますね。また帰ってくるかもしれないけど。おやすみなさい。